のささやきの朗読や俺は夜の道でヒッチハイカーを探している。善意ではない。ああいうのは向こうから車に乗ってくるから楽なんだ。行き先を聞いて少し話をして安心させてやればいい。あとはこっちの好きにできる。昔はそれがもっと簡単だった。少し減速をして声をかければ疑いもせず助手席に座る奴がいたし、ああいう何も知らない顔を見るのが割と好きだったんだ。けど今はどうだ。何時間走っても人影一つ見えない。みんな賢くなったのか、それとも臆病になったのか。どっちでもいいが、俺にとっては退屈でしかなかった。だけど俺はそれでもやめられなかった。夜になると気づけば車に乗っている。まだどこかにいるはずなんだ。道の端で誰かの車を待っている奴が。だから俺は同じ道を何度も走る。あの村へ続く道を。ヘッドライトに照らされたアスファルトは白く浮いていて、その先はすぐ闇に沈み、ガードレールの外がどうなっているかもわからないまま黒く続いている。遠くでカラスが鳴いて、縁起でもねえなぁ、と小さくつぶやいたとき、視界の端に人影が引っかかった。俺は一瞬見間違いかとも思ったが、もう一度見ると、霧の中に女が立っている。黒い髪が肩のあたりで揺れていて、片手を上げているが、その仕草には焦りも必死さもなく、ただそこにいるだけみたいに見えた。思わず俺の口の端が上がる。いたじゃねえか。そのまま俺はブレーキを踏み、車をゆっくりと寄せると、女は逃げるでもなく、同じ速度で近づいてきた。近くで見ると、拍子抜けするほど普通だった。髪も服も汚れてない。どこにでもいそうな女。こんな時間に珍しいな。俺がそう言って窓を下げて声をかけると、女は少しだけ首を傾ける。そう？いや、そうだろ。普通こんなところで立ってないって。俺が軽く笑って言うと、女は少し考えるように間を空けてから、立っていたら誰か来ると思った。そう言うんだ。じゃあ、今来たな。俺がそう返すと、女はほんの少しだけこちらを見て、うん、とうなずいた。そのやりとりが妙に噛み合っているようで、どこかずれている感じが残った。それで、どこまで行く？女はすぐには答えず、一度暗い道の奥の方を見てから、村まで、と口にした。村？この先のか？うん。いや、でもあそこ何もないぞ。少し笑いながら言うと、知ってるよ、と短く帰ってきた。え？知ってて行くのか？だって帰るだけだもん。その言い方にわずかに引っかかるものがあった。帰るって誰もいないだろう。そう言うと女は少し間を置いてから、あるよ、と言った。同じ言葉なのにさっきより静かで妙に耳に残った。まあいいや、乗るか？そう言うと女、マキは小さくうなずいて助手席に乗り込んできた。ドアが閉まる音がやけに軽く響き、そのまま車を出しながら横目で様子を見るが、やはりどこもおかしくない。髪も服も綺麗なまま、最初に見た時と何も変わらなかった。この辺来たことあるのか？俺が何気なく聞くと、マキは窓の外を見たまま、何度も、と答えた。何度も？一人でか？俺が少し笑いながら返すと、
マキはわずかに間を置いてから、連れてこられたの、と言った。その一言で空気が少しだけ沈んだ。ふーん。俺はそれ以上は聞かず、ハンドルを握り直した。エンジン音とタイヤの音だけが車内に残り、マキは相変わらず外を見続けているが、その視線は妙に正確で、まだ行っていない分岐を知っているみたいに先を追っていたんだ。ナビいらねえな。俺が冗談っぽく言うと、マキは少しだけこちらを見て、もうすぐ、とだけ言った。え？何が？わかるよ。それだけ言ってまた外を見る。そして俺はそのままあの村へ続く道に入った。そしてふと視線が落ちた。助手席の足元、マキの靴の先に黒い土がついている。俺は一瞬思考が止まった。乗せた時には確かになかったはずだ。見間違いではない。なのに今は湿った土がこびりついている。その土、どっかで踏んだ？なんでもないふりで聞くと、マキは少しだけこちらを見てから、それから自分の足元を見るでもなく、と首を横に振った。最初から。そう言ってまた外を見た。まるで本当に最初からそうだったみたいに。最初から、そう言われた後もしばらく何も言えなかった。最初からなわけがない。俺は乗せるときちゃんと見ている。靴の先まで無意識に確認しているんだ。そういうのは癖みたいなもんだ。それなのに今は黒い土がはっきりとこびりついている。そうか。俺はとりあえずそれだけ返しておいた。それ以上突っ込むのも面倒だったし、どうせ賛同だ。どこかで踏んだだけかもしれないと自分に言い聞かせた。そういうことにしておいた方が俺にとっても都合がいい。車はそのまま進んでいく。さっきよりも道は細くなり、ガードレールの途切れた場所が増えて、ヘッドライトの先に映る景色もどこか歪んで見えた。マキは相変わらず外を見ている。この辺り変わったな。俺が何気なく言うと、マキは少しだけ首を傾けた。そう？この道はもっと広かった気がするけどな。昔はね。その言い方がまた引っかかった。昔っていつの話だよ。俺が軽く笑いながら聞くと、マキは少し考えるように間を置いて、人がいた頃、そう答えた。その一言で車内の空気がわずかに重くなった。今はいないみたいな、そんな言い方だな。いないよ。即答だった。さっきはあるよ、と言っていたくせに、今はいないという。話が噛み合っていない。じゃあ、何しに帰るんだよ。少しだけ踏み込んで聞いてみた。マキは外を見たまま答える。残ってるから。何が？そのまま。意味がわからなかった。いや、それ答えになってないだろ。俺がそう言うと、マキは少しだけこちらを見た。その目がさっきよりも暗く見えた気がした。すぐわかる。またそれだった。それ以上は何も言わない。会話が続かないわけではない。続けようと思えばできるのに、どこかで止まるんだ。まるで、これ以上俺と話す必要がないみたいに。気味が悪い。俺は視線をそらそうとして、ふとまた足元が気になった。さっきの土、もう一度確認する。靴の先だけじゃない。さっきよりも広がっている。黒い土が靴の側面までついてて、乾いているどころか湿って重そうに見えた。おかしい。さっきより増えているんだ。なあ。俺は思わず声をかけた。
その靴、さっきより汚れてないか？マキは自分の足元を見ないまま答えた。そう？いや、さっきそんなについてなかったろ。気づかなかっただけじゃない？軽く言われた。いや、さすがにわかるって。俺はそう言いながらも言い切れない自分がいる。本当に見落としていただけかもしれない。そう思いたいだけかもしれない。マキは何も気にしない様子で外を見続けている。俺はその横顔を見て違和感がまた一つ増えた。髪の毛。さっきは気づかなかったが、よく見ると毛先のあたりに何かが絡んでいる。細かい黒い粒。石か土か。なあ。俺はもう一度声をかけた。髪になんかついてるぞ。マキは少しだけ首を傾けた。え？どこ？その毛先のあたり。俺がそう言うと、マキは指で軽く髪を触る。だが何も取れない。何もないよ。そう言ってまた手を戻した。だが俺には見えているんだ。確かにある。小さな石みたいなものが髪の間にいくつも引っかかっている。さっきまではあんなものはなかった。間違いない。いや、ついてるって。俺が少し強めに言うと、マキはまたこちらを見た。そしてその目がさっきよりも近く感じた。これが見えるの？俺はそう聞かれて一瞬言葉に詰まった。は？見えてるんだ。意味がわからない。いや、普通に見えるだろ。俺がそう言い返すと、マキはほんの少しだけ笑った気がした。そっか。それだけ言ってまた前を向く。その反応が妙に気持ちが悪い。まるで確認されたみたいだった。何をとは言えないが。そして車はさらに奥へと進んでいく。道はほとんど舗装が剥がれていて、タイヤが小さく跳ねるたびに車内に細かい振動が伝わった。あたりは完全に山の中だった。街の明かりなんてとっくに見えない。その時ナビが小さく音を立てる。画面に目をやった。表示されている道がおかしいんだ。今走っているはずの道が途中で途切れている。その先がない。え？俺は思わず声が出た。壊れたのかと思って操作するが反応はある。ただ道が表示されていない。代わりに見慣れない地名が浮かんでいる。今は使われていない古い呼び方だ。なあ。声が少し低くなる。この辺り、こんな名前だったか。マキは画面を見ようともせずに答えた。そうだよ。いや、違うだろう。今は。俺は言いかけて止まった。今は、じゃない。それは昔の名前だ。村がまだあった頃の。なんで知ってんの？自然とそう口に出ていた。そしてマキはゆっくりとこちらを見る。そして静かになった。だって、そこにいたから。その一言で背中に冷たいものが走った。何が？マキは少しだけ首を傾けて、あなたもいたでしょ？と言った。呼吸が止まる。この道何度も通ってた。マキの声はさっきと同じ静かなままなのに、妙に近く聞こえた。夜の方が好きだったよね。誰もいないから。心臓が大きくなった。ここ。マキが前を指す。好きだったんでしょ？その言葉で俺は思い出してしまった。あの場所。誰も来ない。
声も届かない。逃げ場のないあの村を。もうすぐだよ。マキが静かに言った。その口元に黒いものが見えた。土だ。歯の間にこびりついている。そしてマキは続けた。埋めた場所。埋めた場所。その言葉が落ちた瞬間、頭の奥で何かが弾けた。思い出したくもない光景が勝手に浮かび上がる。暗い村の奥、崩れかけた家、足場の悪い土の地面。あの時も夜だった。声は途中から聞かないようにして、俺は動かなくなってからまとめて土をかけた。何人だったのかはもう覚えてない。覚える必要もなかった。そのはずだった。何の話だよ。俺はとぼけるように言うが、ハンドルを握る手は汗で滑っている。そしてマキはこっちを見ていた。さっきまで外を見ていたはずなのに、いつの間にかずっとこちらを見ている。ここだよ。静かに言った。顔は変わらない。変わらないはずなのに違うんだ。髪の間に石が増えている。さっきよりも明らかに多い。細かい砂と小さな石が絡みついて、まるで地面から引きずり出してきたみたいになっている。やめろよ。ふざけんなよ。俺はアクセルを踏んだ。だが車が加速しない。エンジンの音はしているのに前に進まないんだ。タイヤが空回りしているような嫌な感触だけが伝わってくる。なんだよこれ。俺は焦ってブレーキを踏み、ギアを入れ直した。反応はあるのに動かない。その間にもマキはずっとこちらを見ている。その口元、歯の間に黒い土が詰まっている。それはさっきよりもはっきりと。ここ好きだったでしょ？その言い方は確認ではない。分かっていて言っているんだ。誰も来ないから。やめろよ。声も届かないから。やめろって言ってんだろ。俺は叫んだ。その瞬間エンジンの音がふっと消えた。完全な静寂。耳鳴りみたいな音だけが残る。俺は外を見た。霧の向こうに村が見えている。崩れた家、傾いた柱、黒く抜けた窓。全部覚えてる。何度も来た場所だ。着いたね。マキが言った。その声がすぐ横ではなくて、もっと近いところから聞こえた気がした。俺は振り向いた。近い。さっきより距離が近い。いつの間にか体をこちらに寄せている。その髪から土が落ちた。パラパラっと膝の上に落ちてくる。なあ、お前誰だよ。分かっているくせに聞いてしまった。マキは少しだけ首を傾けた。わからないの？その目が暗い。何人目？俺は心臓が止まりそうになった。ねえ、思い出せないの？その瞬間、後ろで音がした。ギシッと。俺はゆっくりと振り向いた。後部座席、暗くてよく見えない。だけどいる。誰かがいるんだ。そして一人じゃない。複数の気配が重なっている。嘘だろ。俺はドアに手を伸ばした。だけど開かない。ロックは解除されているのにびくともしなかったんだ。窓も同じだ。押しても引いても動かない。開けろ！俺は叩いた。何度も叩く。だが外は何も変わらない。霧が揺れているだけだった。ねえ。そしてすぐ横で声がした。マキがすぐ隣にいる。さっきよりさらに近い。私だけじゃないよ。その言葉と同時に
後ろの気配が一気に濃くなった。息、髪、何かが擦れる音。複数の何かが確実に車の中にいる。やめてくれ！体は動かなかった。逃げようとしているのに足に力が入らないんだ。今度はあなた。マキの手が伸びる。冷たい。土の感触が混じっている。置いていく番。その瞬間視界が揺れた。引っ張られる。俺は引っ張られた。シートから無理やり引き剥がされる。やめてくれ！叫んだけれど声が途中で途切れた。外だ。地面に引きずり出される。土の匂い、湿った冷たさ。そして何かが足に絡みつく。手が、腕が何本も伸びてくる。掴まれて引かれる。沈む。そして暗い。何も見えなくなった。ただ声だけが近い。いくつにも重なって。だけど最後まで聞き取れなかった。それからしばらくして、あの道でまたヒッチハイカーを見たという話が出るようになった。夜中霧の中に立っている女。黒い髪で静かに手を挙げている。行き先はもう決まっているんだ。あの村だ。ただ最近は一人じゃないらしい。これは俺の友人の話だ。高柳っていうやつで、普段は怪談師をやっているんだけれど、正直まだ全然売れてなくってさ。月に稼げても多い時で10万いくかっていうところで、普段はもっと少なかった。ライブだの、配信だのを細々続けてはいるけど、それだけではどうしても生活は回らなくて、バイトも長続きしないような、まあギリギリの状態のやつだった。で、そんな生活を続けていたせいで、ついに家賃が払えなくなって部屋を追い出されたんだ。その時にはもう完全に家なしで、知り合いの家を転々としているようなそんな状態だった。そんなタイミングで、ある日そいつが俺の家に来てさ、今日ちょっと酒飲ましてくんない？なんて言うから、コンビニで酒とつまみを買って、二人でダラダラ飲み始めたんだ。時間もだいぶ遅くなってきて、最初は仕事の愚痴とか、どうでもいい話をしていたんだけれど、そのうち話題も途切れてきて、自然と、これからどうすんの？みたいな話になっていってさ。そしてその流れで、高柳が少し笑いながら、でもどこか本気っぽい顔でこっちを見てきて、グラスを軽く揺らしながら、こう言ったんだ。いやもうさ、正直どこでもいいからさ、安いとこない？マジで住めりゃいいんだよ。ネカフェよりマシならさ。冗談っぽく聞こえる言い方ではあったけれど、目は割と本気だった。ああ、こいつは本当に切羽詰まってるんだなって、その時ちょっと思ったんだ。それで俺も軽い気持ちで返したんだ。まあ安いだけなら、あるにはあるんだけどね、一個。そう言った瞬間、高柳がグラスを持ったまま、少し前のめりになってさ。さっきまでのだるそうな雰囲気が嘘みたいに食いついてきたんだよ。いくら？てか場所どこ？すぐに住めたりする？その勢いにちょっと笑いそうになりながらも、同時に、ああ、これ言うべきじゃないかもなって、ほんの一瞬だけ引っかかったんだ。ただまあ、その時は酒も入っていたし、そこまで深く考えずに続けちゃったんだ。いやー、値段は普通じゃありえないくらい安いよ。多分お前でも余裕でいける。そこまで言うと、高柳は嬉しそうに笑って、
すぐにこう返してきた。最高じゃん。で、何？それ訳あり？その聞き方が、いかにもそういうの待ってましたっていう感じだった。こいつの中では、怖い話イコールネタでしかないんだよなって、その時改めて思った。だから俺も少しだけ言い方を濁しながらこう続けたんだ。出るっていうかさ、なんていうかな。そこで一回だけ間を置いて、グラスを傾けながらできるだけ軽く言った。そこのアパート、自殺スポットって言われてるんだよね。その言葉を聞いた瞬間、高柳は一瞬黙ってさ。でも次の瞬間には、むしろ楽しそうに笑っていたんだ。最高じゃん、それ。そう言ってから少し身を乗り出してきて、さっきよりもずっと興味ありげな声で、こう聞いてきたんだよ。で、どういう話？詳しく聞かせてくれよ。あの時、やめておけばよかったんだけどな。俺、そのまま全部話しちゃったんだよ。あいつにあの話をした数日後、高柳から連絡が来た。部屋決まったわ。電話越しの声はやけに明るくて、嫌な予感はしたけれど、聞かなくても分かっていた。あの部屋か？そう聞くと少し間があってから、軽く笑うような声でこう返してきた。そうそう、例のやつ。いやー、マジで安すぎて逆に怖いわ。その言い方が妙に引っかかったんだよね。でもまあこいつのことだし、止めたところで聞くようなやつでもない。やめとけって言ったろ。一応そう言ったけれど、高柳はあっさりと流した。大丈夫だって。むしろネタになるだろこれ。7日間で死ぬ部屋とかさ、最高じゃん。その時はまだ本当に軽い感じだった。最初の2日くらいまでは。数日後にまたあいつから連絡が来た。今度は電話ではなくてメッセージだった。普通にいい部屋だわ。それだけ。拍子抜けするくらい何もない報告でさ。むしろちょっと安心したくらいだった。そしてその日の夜、また追加で連絡が来た。てかさ、寝室だけちょっと湿気やばい。軽いノリで書いてあったけど、内容だけは妙に気持ち悪くてさ。他は？って返したら、すぐに帰ってきた。他は全然、リビングとか普通。寝室だけなんかジメッとしてる。俺はその時点でちょっとだけ嫌な感じはしていたんだ。そしてそれから1日置いて今度は電話が来た。電話に出ると少し間があってから高柳がボソッと言うんだよ。なあ、ちょっと変なこと言っていい？声のトーンが少しだけ低かった。何？そう返すとあいつは少し迷ったみたいに黙ってから小さく笑ってごまかすように言ったんだ。いや、別に大したことじゃないんだけどさ。寝ているときさ、なんか体が重いんだよ。で、朝起きると服がちょっと湿ってんの。笑いながら言っているんだけれど、内容だけ聞くと全然笑えなかった。汗じゃないの？俺がそう言うとすぐに帰ってきた。いや、それがさ。ここで少し間が空いた。電話越しに妙な静けさがあったんだよ。なんか、水っぽいんだよな。その一言で空気が変わった気がした。それでもあいつは最後まであの軽い感じを崩さなかった。まあ、ネタとしては当たりだわこれ。そう言って笑って電話は切れた。
そして、その次の連絡が来たのは4日目だった。夢、見るようになった。それだけが送られてきて、少ししてからまた続きが来た。井戸の中にいる夢。落ちるんではなくて、最初からそこに立っている。でさ、上から誰かが覗いてくるんだよ。その文章を見たときに、背中がゾワッとしたのを覚えている。あいつにしたら、それすらネタの一部だったのかもしれない。でもなんとなく、あの部屋の話とつながりすぎていた。その日の夜、もう一度だけ電話が来た。出た瞬間、変な違和感があったんだよな。もしもしって言っているのに、声が少し遅れて聞こえるというか、ほんのわずかだけくぐもっている感じがしたんだ。なあ。高柳が少し低い声で言った。これさ、マジで当たりかもしれん。だけどその言い方が前と少し違った。テンションが高いわけでもなくて、ただ妙に落ち着いているんだ。何がだよ。静かなんだよ、この部屋。ほんと何もない。その言葉に理由のない違和感を覚えた。何もないはずなのに何かを隠しているような言い方だったんだ。その後少し沈黙があって、最後にぽつりとこう言ったんだ。これ、いいネタになるわ。そして、その直後に電話の向こうで、ぽちゃんって小さく水の音がした気がした。気のせいかもしれないけど。そしてそのまま通話は切れて、そしてそれ以降、その日はもう連絡は来なかった。その電話の後、どうにも嫌な感じが残ってさ、結局その日のうちに、もう一回だけこちらから電話をしたんだけど、高柳は出なかったんだ。まあ、寝ているだけかもしれないし、とそう思って、その日はそのままにしたんだ。それで次の日、朝になっても連絡がなくて、なんとなく落ち着かなくてさ。気づいたら俺はあのアパートに向かっていたんだ。場所は前に聞いていたから分かっていたし、正直確認しに行くだけのつもりだったんだよ。ただ着いた瞬間に、ちょっと空気が違うのは分かった。別に古いわけでもない。普通のアパートなんだけど、なぜか妙に静かで、音が吸われるみたいな感じがしたんだ。それで階段上がって、例の部屋の前まで行った時に、ちょうど隣の部屋の人が出てきてさ、向こうもこっちに気づいたらしく、少し驚いた顔をしてから、様子を伺うように、こう聞いてきたんだ。あの部屋の方ですか？その言い方が、なんとなく引っかかったんだ。ああ、あいつの友人です。って答えると、その人少しだけ間を置いてから、小さくうなずいて。昨日あたりから静かすぎるんですよ。そこまで言って言葉を濁した。大丈夫ですかね。その一言で嫌な予感がはっきりとした。ちょっと見てきます。って言って、そのまま部屋の前に立ったんだ。だけどノックしても反応がなかった。でも、鍵はかかっていなかった。ゆっくりとドアを開けたら、中は普通だった。生活感もあるし、特に荒れている様子もない。ただ、妙に静かだった。音がないっていうより、何かが抑え込まれているみたいな静けさでさ。そのまま奥に進んで、寝室の前に来た時に、足元の感触が少しだけおかしかった。柔らかいっていうか、わずかに沈む感じがしたんだよ。そしてそこで俺は一瞬止まった。で、もう引き返せなくってさ、そのまま扉を開けた。中は暗くて、カーテンも閉まったまま。
そしてその中央に高柳が立っていた。こっちに背を向けたままじっと動かなかった。おい、高柳。俺が声をかけるとゆっくりと振り返った。顔は普通だった。普通にいつもの高柳で、ただ目だけが妙に落ち着いていた。なんだよ、来たのか。そう言って少し笑うんだよ。その様子があまりにも普通で逆に違和感があってさ。大丈夫かお前。そう聞くとあいつはあっさりと答えた。何もないって言っただろ。その言葉と同時に足元からじわっと音がした。水ではない、もっと鈍い沈むような音だった。そして俺は見た瞬間わかったんだよ。床が沈んでいたんだ。いや、違う。沈んでいるんではなくて引きずり込まれているんだ。高柳の足元がゆっくりと下に落ちていく。なのにあいつ抵抗しないんだよ。ただ納得したみたいな顔で小さくこう言ったんだ。ああ、そっちだったのか。そのまま膝まで腰まで音もなく沈んでいって、最後にこっちを見て、こっち最初から空いていたんだな。そう言って完全に消えたんだ。その瞬間、部屋の空気が戻った気がした。そして俺はもうそのまま逃げたよ。後ろも振り返らずにそのアパートを出た。それで数日後、警察から連絡が来た。高柳はあの部屋で発見されたらしい。寝室で、仰向けで、全身びしょ濡れの状態で。でも、部屋には水なんて一切なくて、布団も床も乾いたままだった。それで、検視の結果なんだけど、警察が妙なことを言ってさ、肺に水が入っていないんですよ。そう言ったんだ。つまり、溺れたわけではない。なのに顔だけが溺れた人間のそれだったらしい。俺はそれを聞いたとき、思い出したんだよ。あいつが言っていたこと。井戸の底に最初から立っている夢。上から誰かが覗いてくる話。多分さ、あの部屋、7日間耐えると死ぬんじゃないんだ。7日間であっちに立つ場所が決まるんだよ。だから今もあそこにはまだ空いている場所があるのかもしれない。その日俺たちはもう何年も前に廃校となったとある小学校に来ていた。ここまで来る途中、山道はやけに長く感じられて、途中からは対向車どころか人の気配すらなくなっていた。ナビもまともに機能しなくなって、工藤が、あれ、この辺りのはずなんだけどなぁ、と何度も同じようなことを言いながら、車を走らせていたのを覚えている。舗装はされているはずなのに、ところどころ道は荒れていて、タイヤが小さく跳ねるたびに、車内に微妙な沈黙が生まれる。その沈黙を埋めるように、工藤だけがやけに楽しそうに喋り続けていた。いや、でも絶対あるって。こういうところに限ってさ。だから何がだよ。運転席の遠藤が前を見たままめんどくさそうに返す。廃校だぞ。しかも山ん中。何もない方がおかしいだろ。いや、普通は何もねえよ。俺は後部座席でそのやりとりを聞きながら、ぼんやりと窓の外を見ていた。昼間のはずなのに、
木が覆いかぶさるみたいに道の上に伸びていて、ところどころ日差しが遮られているせいで、妙に薄暗い区間が続いていた。そのせいか、時間の感覚が少しだけ狂っているような、そんな気がしていた。ほら、あれじゃね？するとしばらくして、工藤が前方を指さした。木々の隙間から白くくすんだ建物が見える。近づくにつれてそれは2階建ての校舎だと分かった。マジであんのかよ。遠藤が小さくつぶやきながら車をゆっくりと止める。エンジンを切ると、さっきまで気にならなかった外の静けさが一気に入り込んできた。昼間のはずなのにやけに音が少ない。風は吹いているのに葉の擦れる音がどこか遠くに感じる。着いたな。工藤が嬉しそうにドアを開けた。そのまま俺たちも外に出ると、思っていたよりも空気が冷たかった。山の上だからかもしれないけど、それにしても妙に肌にまとわりつく感じがする。俺も外に出て、改めて校舎を見上げた。窓ガラスはほとんど割れていて、黒く口を開けた教室の中がそのまま外から見えている。校庭は草が伸び放題で、昔、ここで子供が遊んでいたとは思えないほど荒れ果てていた。で、何すんだよ。遠藤が車のドアにもたれながら言う。その顔は明らかに乗り気ではなかった。決まってんだろ。工藤が振り返っていつもの調子で笑った。七不思議だよ。やっぱりそれか、と俺は内心で思った。こういう場所に来ると、こいつは毎回同じことを言い出す。この学校さ、七不思議があるらしいんだよ。ただのじゃなくて、当たり付きのやつ。当たりってなんだよ。俺が聞くと、工藤は少しだけ声を落とした。7個のうち、一つだけやばいやつが混ざってるんだってよ。引いたら戻れなくなるとか、入れ替わるとか、まあいろいろ。軽く言っているけれど、内容は笑えなかった。遠藤はため息混じりに言った。はあ、くだらねえな。昼間だぞ。だからいいんだって。夜なんかより逆に不気味だろ。工藤はそう言いながら、さっさと昇降口の方へと歩き出した。おい、勝手に行くなよ。遠藤がそう言いながらも、結局その後を追った。俺も仕方なく続く。昇降口のガラス戸は半分以上が割れていて、そのまま中に入ることができた。一歩足を踏み入れた瞬間、外とは違う空気に変わった。湿った木の匂いと埃、それにどこか古い水のような匂いが混ざって鼻の奥に残る。昼間のはずなのに建物の中はやけに暗かった。うわぁ、思ったよりちゃんとしてんな。工藤が周りを見回しながら言う。靴箱は崩れかけていて、床にはガラスの破片や砂が広がっている。歩くたびにジャリッと乾いた音が響いて、その音だけがやけに大きく感じられた。まず1個目な。工藤が振り返る。昇降口のやつ、ここに入るとき、誰もいないのに名前呼ばれることがあるらしいんだ。はいはい。遠藤が適当に返す。で、呼ばれたらどうなるんだよ。返事したらアウト。なるほどな。じゃあ呼ばれても無視すればいいわけだ。遠藤はそう言って何も気にした様子もなく奥へ進んだ。俺もその後を追いながらなんとなく背後に意識を向けていた。その瞬間だった。遠藤。すぐ後ろからボソッと声がした。
あまりにも自然で、まるで最初からそこにいたみたいな声だった。反射的に振り返る。誰もいない。割れたガラス越しに昼の光が差し込んでいるだけだった。今の聞いたか？喉の奥が少し乾いたまま、俺は小さくそう言った。けれど工藤は不思議そうに首をかしげるだけで、何が？と聞き返してくる。遠藤も同じように、何も聞こえなかったけど、とあっさり言い切った。いやー、俺は言いかけてやめた。気のせいだったのかもしれない。そう思うことにした。廊下に出ると、外よりもさらに空気が重く感じられた。窓から光は入っているはずなのに、どこか薄暗い。音も不思議なくらい響いて、3人分の足音が必要以上に大きく聞こえた。その時はまだ、それを変だとは思っていなかった。ただの廃校で、ただの遊びで、少し雰囲気があるだけの場所だと、俺は本気でそう思っていた。でも今思えばあの時点で、もう何かは始まっていたんだと思う。廊下を進むにつれて、外の光は確かに差し込んでいるはずなのに、なぜか奥に行くほど暗く感じられた。窓は割れていて、昼の光は入っている。なのに、床や壁の色がくすんで見えるせいか、どこか薄暗くて、距離感まで少しおかしくなるような感覚があった。次ってどこだっけ？俺がそう聞くと、工藤はスマホを取り出して画面を見ながら答えた。3年2組、黒板のやつ。名前書くやつか。そうそう。遠藤がめんどくさそうに先を歩きながら、手で軽くドアを押し開けた。教室の中は思っていたよりも荒れてはいなかった。机と椅子はほとんど残ってはいないが、黒板だけはそのままの形で残っている。窓から差し込む光が斜めに伸びていて、その黒板だけが妙に浮いて見えた。これだな。工藤がそう言うと同時に、遠藤は床に落ちていたチョークを拾い上げた。書けばいいんだろ？おい、待てって。俺が止めるより先に、遠藤は黒板に向かっていた。キーッと乾いた音が教室に響いた。遠藤。白い文字がはっきりと浮かび上がる。はーい、終わり。遠藤はチョークを軽く放り投げて手についた粉を払った。なんも起きねえじゃん。まあすぐにはな。工藤が笑いながら言う。俺はなんとなくその黒板を見続けていた。文字は普通に書かれているはずなのに、どこか落ち着かなかった。輪郭が微妙に歪んで見えるような、そんな違和感があった。でも、それが何なのかはわからない。ほら、次行こうぜ。工藤がそう言ってドアの方へと向かった。遠藤も特に気にした様子もなく、さっさと教室を出ていく。俺は一歩遅れて黒板に背を向けた。その時だった。背後で小さく擦れるような音がした。思わず振り返る。黒板が見える。そこにあったはずの文字はなぜか消えていた。まるで最初から何も書かれていなかったみたいに、綺麗に。なあ。思わず声が出た。けれど、すぐにその声を飲み込んだ。遠藤も工藤ももう廊下に出ている。俺だけが立ち止まっていることに気づいて、慌てて後を追った。何してんだよ。遠藤が振り返る。いや、なんでもない。そう答えながらも、もう一度だけ教室の中を見た。だけどやっぱり何もない。さっきのは
気のせいだと思うことにした。次は？俺が話を切り替えるように聞くと、工藤はすぐに答えた。理科室、人体模型のやつ。ああ、動くってやつか。目を離すと位置が変わってるってやつな。遠藤が軽く鼻で笑った。そんなわけあるかよ。理科室は廊下の奥にあった。ドアを開けると少しだけひんやりとした空気が流れてくる。中に入ってすぐそれは目に入った。人体模型、窓際に立っていてこちらを向いている。うわぁ。思わず声が漏れた。埃をかぶっているせいか、妙に現実感があって余計に気味が悪い。じゃあやるぞ。工藤が言う。一回目離して、もう一回見る。はいはーい。遠藤が適当に返す。三人で同時に視線を外した。数秒。いいか？いいよー。振り向く。人体模型はさっきと同じ場所にあった。ほらな、何もねえじゃん。遠藤が言う。もう一回やってみようぜ。そう言って工藤が笑った。もう一度視線を外す。数秒、そしてもう一度見る。その時だった。あれ？俺は思わず声を出した。人体模型の向きがほんの少しだけ変わっている気がしたんだ。さっきよりもほんの少しだけこちらを向いている。今動いたよな。俺がそう言うと工藤は首をかしげる。いや？遠藤は何も言わずじっとそれを見ていた。やがて工藤が軽く言って手を叩いた。さあ、次行こうぜ。廊下に出る。さっきよりも少しだけ静かな気がした。いや、静かすぎる。自分たちの足音だけがやけに響くんだ。次ってどこだっけ？開かない教室。工藤が答える。押しても引いても開かないやつだよ。まだあんのかよ。遠藤がぼやきながら歩く。その教室はすぐに見つかった。他のドアと違って妙に綺麗だった。まるで最近誰かが触ったみたいに。これか。工藤がドアノブに手をかける。回す。開かなかった。押してもダメ。引いてもダメらしい。じゃあ無理じゃん。遠藤が言う。でもな。工藤が少しだけ声を落とした。この前に立つと中にいる感じがするらしいんだ。はいはい。遠藤はそう言いながらも一歩前に出る。ドアの前に立つ。そのまましばらく動かない。どうだ？俺が聞いた。遠藤は少しだけ間を置いてから。別に。そう言った。でもその声はほんの少しだけ低かった。その瞬間、ドンと内側から何かがぶつかる音がした。三人とも一瞬固まった。なあ、今の何？風だろ。工藤が言うが、明らかに声が硬い。そして遠藤はドアをじっと見ていた。さ、次行こうぜ。その一言で、俺たちはそこを離れた。廊下を歩きながら、俺はさっきの音のことを考えていた。風であんな音がするだろうか。そもそもこの学校の中に風なんてほとんど入ってきていない。あといくつだ？遠藤が聞く。3つ。体育館と階段と
最後が昇降口。工藤が答えた。階段のやつってなんだっけ？踊り場の鏡。その言葉を聞いた瞬間、なぜか胸の奥が少しざわついた。理由はわからない。ただ、なんとなく嫌な感じがした。体育館に入ると空気が一気に広がる。天井が高くて声や音がよく響く。ここだな。工藤が中央まで歩いていく。音出すと遅れてもう一回鳴るってやつ。反響だろ。遠藤が言う。まあ、やってみろって。工藤が手を叩く。パンと乾いた音が響き、少し遅れて。パン。もう一度同じ音が鳴った。おー。思わず声が出る。確かに少し遅れている。もう一度。パン。パン。3回目。パン。パン。パン。今、俺が言った。3回ならなかったか？工藤と遠藤は顔を見合わせている。いや、2回だろ。2回だな。いや、俺は言いかけてやめた。また気のせいかもしれない。でもその気のせいが少しずつ積み重なっている気がした。体育館を出る。廊下に戻ると、さっきよりもさらに静かだった。次は階段だな。踊り場に鏡があるんだよ。その言葉を聞いたとき、さっき感じた嫌な感覚が、はっきりとした形になって胸に残った。コンクリートの段は、ところどころ欠けていて、踏むたびにギシッと鈍い音がする。昼間のはずなのに、上に行くほど光が届きにくくなっている気がして、自然と足取りが遅くなった。これか。工藤が小さくつぶやく。踊り場の壁際に問題の鏡は立てかけられていた。縁は黒ずんでいて、ところどころひびが入っている。表面も完全に曇っていて、はっきりとした像は映らない。ただ近づけば、自分たちの輪郭だけがぼんやりと浮かび上がった。3人で並んでみると何か起きるらしいんだ。鏡の中に3人の姿がぼやけて映る。光の加減のせいか少し歪んで見えた。見えてるか？俺が小さく聞くと、ああ、見える。工藤が答える。だが遠藤は何も言わなかった。ただじっと鏡を見ている。その時だった。一瞬、本当に一瞬だけ、鏡の中で遠藤の動きがわずかに遅れたんだ。なあ。低い声で遠藤が言った。今お前ら、言いかけて止まる。いや、なんでもない。そう言って遠藤は視線をそらした。なんだよ、気になるだろ。工藤が笑う。別にいいって。遠藤はそれ以上は何も言わず、そのまま階段を降り始めた。俺も何も言えなかった。今の違和感をうまく言葉にできなかったんだ。昇降口に戻る頃には、3人ともあまり喋らなくなっていた。空気が変わったわけではない。ただ、なんとなく口数が減っていて、無言の時間が長くなっていた。最後これか。工藤が靴箱の方を見ながら言う。来た時と違うってやつ。わかるわけねえだろ。遠藤が冷たく返す。俺も軽く見回してみたけど、正直違いなんてわからなかった。
元の状態をちゃんと覚えていない以上、比べようもなかったんだ。まあいいだろ。工藤が肩をすくめる。全部回ったしな。じゃ、帰るか。遠藤が言った。その一言でようやく少しだけ肩の力が抜けた気がした。外に出る。昼の光が一気に目に入ってきて、さっきまでの空気が嘘みたいに感じられた。なのに、不思議と安心感はなかったんだ。山道を下る。砂利を踏む音が、ザクッ、ザクッと一定のリズムで続く。しばらくは誰も喋らなかった。やがて、遠藤がふと足を止めた。なあ。ゆっくりと振り返る。その動きが、ほんのわずかに不自然に見えた。さっきの鏡。その言葉に胸の奥がざわつく。お前ら何も見てないのか。何もって？工藤が聞き返す。そして遠藤は少し黙ってから視線をそらした。いや、やっぱりいい。そう言ってまた歩き出した。その時だった。後ろの方で、ザッと足音が一つ遅れて鳴った。俺と工藤は同時に振り返った。だけど誰もいない。今の聞いたか？俺が言うと、工藤も小さくうなずいた。その瞬間、遠藤がゆっくりとこちらを振り返った。だけどその動きが、ほんのわずかに遅れていた。おい！喉の奥が引きつる。工藤も気づいたらしい。遠藤？遠藤は何も答えない。ただじっとこちらを見ている。離れろ。工藤が低く言った。あれ遠藤じゃねえ。次の瞬間、それの口元だけがぐにゃりと歪んだ。笑っている。でも、目は全く笑っていない。俺たち二人は反射的に後ずさった。心臓の音が一気にうるさくなる。逃げるぞ！工藤の声で我に返った。俺たちはその場から一気に駆け出した。校舎の中に戻る。さっきまでと同じはずの廊下。なのに空気がまるで違う。重くて、暗くて、息が詰まる。遠藤、どこにいるんだよ。工藤が答える。わからん。でもあれじゃねえのは確実だ。その時、おい、と、後ろから遠藤の声がした。振り返る。廊下の奥に遠藤が立っている。さっきと同じ姿、同じ顔。遠藤！思わず一歩踏み出した。だけど、行くな！それも違う！次の瞬間、遠藤の首がゆっくりと横に傾いた。それはありえない角度で。息が止まる。もう一度見た時には、もうそこには誰もいなかった。くそ！工藤が小さく吐き捨てる。その時、ガン！と近くで音がした。見ると、あの開かない教室のドアがわずかに揺れていたんだ。中だ！工藤が言う。ドアノブをつかむ。回す。だけど開かない。壊すぞ！そう短く言って体当たりをした。1回、2回、3回目でバキって音を立てながらドアが開いた。中は暗かった。懐中電灯で照らす。だけど奥に人影があった。遠藤！駆け寄る。そこにいたのは壁にもたれて座り込んでいる遠藤だった。顔色が悪い。でも
本物だとわかる。お前ら、遠藤がかすれた声で言う。どこ行ってたんだよ。それはこっちのセリフだよ。思わず声が出る。ずっと一緒にいたろ。だけど遠藤は首を振った。はあ？途中からお前らいなかったぞ。その言葉で背筋が冷たくなった。行こうぜ。工藤が言う。もういいじゃんかよ。俺たちは遠藤を支えて外へ出た。山道を下る。さっきと同じ道。でも、さっきとは何かが違う気がした。なあ。俺が口を開く。さっきの何だったんだよ。遠藤が少し黙ってから答えた。鏡だな。鏡？踊り場のやつ。遠藤は淡々と言う。俺、あの時見たんだよ。何を？お前らは普通に動いてた。でも、一瞬言葉を切る。俺だけ少し遅れていたんだ。背筋がゾッとする。だから気づいて口に出した。それがまずかったんだろうな。工藤が小さく息を吐く。当たりか。しばらく誰も喋らなかった。やがて俺は、ふと思ったことを口に出した。なあ、最初に遠藤のこと呼んだの、誰だったんだ？沈黙。遠藤も、工藤も答えない。やがて工藤が無理やり笑った。まあいいじゃん。三人とも無事なんだしさ。まあなあ。俺はそう返す。遠藤も小さくうなずいた。ああ。少しだけ空気が緩んだ。ざっと一歩分だけ遅れた足音が鳴った。誰も振り返らない。工藤が軽く笑って言う。ほらな、気のせいだって。俺は何も言わなかった。ただ、さっきからずっと気になっていることを口に出せずにいた。あの鏡に映っていたのは本当に三人だけだったのか。それを確かめる勇気は俺には最後までなかった。高校3年の夏休み、俺たち5人はキャンプに行くことになった。メンバーは、俺、匠、蓮、ゆうた、たける。中学の頃からいつも一緒につるんでいる連中だった。行き先は山の中にある小さなキャンプ場だった。近くには川が流れていて、周りには林しかない。電波もほとんど入らないような場所だった。こういう場所に行こうと言い出したのは匠だった。高校のうちに一回くらいちゃんとキャンプしとこうぜ。ただそれだけの理由だった。昼過ぎに着いてテントを立てて火を起こして肉を焼いた。優斗とタケルは火起こしで騒いで、蓮は黙って川を見に行って、匠はずっとスマホで写真を撮っていた。俺はというと特に何をするでもなく、少し離れたところから川を眺めていた。その川は思っていたよりも流れが速くて、深いところは底が見えなかった。水の色が濃い緑というか、黒に近い色をしていた。石を一つ拾って川に落としてみた。ポチャンという音がしてすぐに見えなくなった。そしていつの間にかユータが横に立っていた。ユータは川を覗き込みながら少し嫌そうな顔をしていった。俺さ、こういうところちょっと苦手なんだよね。え？どうして？って聞くと、ユータは少し笑っていった。
下見えないとさ、なんかいそうじゃん。足とか掴まれそうで。冗談っぽく言ってたけど、ユウタはそれ以上川に近づこうとしなかった。その時レンが戻ってきて言った。この川って昔流された人がいるらしいよ。管理人から聞いた話らしかった。ずっと前に子供が流されてしばらく見つからなかったらしい。見つかったのは少し下流の岩が多い場所だった。岩と岩の間に体が挟まった状態で見つかったらしい。そこでレンは少しだけ間を空けてから言った。見つかった時、笑ってたんだって。タケルが、え？と声を出した。レンは少しだけ笑いながら説明した。溺れた人は苦しそうな顔ではなくて、口が開いたまま固まって、笑ってるみたいな顔になることがあるらしい、という話だった。その話を聞いてから、なんとなくみんなあまり川に近づかなくなった。夕方になって山の向こうに日が沈むと、急に周りが暗くなった。街灯なんてものはなくて、テントのランタンの光だけがやけに明るく見えた。やることもなくなって誰かが言い出した。肝試しをしようと。キャンプ場から少し上流に行くと古い橋があるらしく、そこまで行って戻ってくるだけという単純なものだった。懐中電灯は2本しかなかったから2人ずつで行くことになった。順番は最初に俺とユウタ、次に匠とレン、タケルはテントで待っている係になった。夜の山は思っていたよりずっと暗かった。ライトを消したら本当に何も見えなくなる暗さだったんだ。橋までは川沿いの細い道を歩いていく。右側が林で左側が川。ずっとザーっていう川の音がしていた。橋に着いてからは写真を撮って少しだけ休んで、俺たちは来た道を戻り始めた。帰り道は行きよりも暗く感じた。俺が前を歩いて、ユウタが後ろを歩いている。しばらく歩いていると、後ろから足音が聞こえなくなった気がした。気のせいかとも思ったけど、なんとなく気になって俺は振り返った。あれ？ユウタ？少し間があってから暗闇の中から声がした。何？いるよ。声は少し離れたところから聞こえた。懐中電灯を向けると、ユウタは川側の方に立っていた。道から少し外れた石が多い場所だった。何してんだよ。悪い。ちょっと足滑らした。そう言ってユウタは笑った。それからユウタは道に戻ってきて、また俺の少し後ろを歩いた。やがてキャンプ場の明かりが見えてきて、テントのところにまで戻った。タケルが、おかえりって言って、入れ替わりで匠とレンが橋の方へと歩いて行った。俺は椅子に座って、ぼんやりと火を見ていた。パチパチっと音がして、火の粉が時々空に上がっていった。どれくらい時間が経ったのかわからない。10分くらいだったと思う。やがて匠とレンが戻ってきた。マジでなんもないな、と匠が言った。暗いだけだったよ、とレンも言った。だけどその時タケルが言った。あれ？ユウタは？俺は顔を上げる。え？ユウタトイレ？そう言われて、俺は周りを見た。テントの中、車の近く、炊事場の方。どこにもユウタはいなかった。いや、一緒に戻ってきたけど。俺がそう言うと、匠が変な顔をした。え？俺らが戻ってきたとき、お前とタケルしかいなかったぞ。レンも何も言わずにうなずいた。
その瞬間、背中が少し寒くなった。いや、さっきまでいたって。そう言いながらもう一度周りを見たけど、やっぱりどこにもいなかった。その時どこからか水の音が聞こえた気がした。ザーッという川の音ではなくて、もう少し近い、ポチャンという音だった。俺たちはユータの名前を呼びながら川の方へと歩いていった。暗い川は昼に見た時よりずっと黒く見えた。俺たちは懐中電灯を持って川の方へと向かった。さっき、ポチャンと音がした気がした場所の方だった。夜の川は昼間とは全然違って見えた。流れている水が黒くて、どこが浅くてどこが深いのかわからなかった。ライトで照らしても水面が光るだけでその下は何も見えなかった。ユーター！匠が大きな声で名前を呼んだ。でも返事はなかった。少し離れた場所からタケルが言った。なあ、さっきの音、あっちじゃない？指さしたのは、俺とユータがさっき通った道の下、川に降りられそうな石の多い場所だった。俺は少し嫌な感じがした。さっきユータが足を滑らせたって言って立っていた場所になんとなく似ていたからだ。俺たちは足元を照らしながらゆっくりとそこまで降りていった。石が濡れていてかなり滑りやすかった。ユータ、いたら返事して。レンも少し強い声で叫んだ。その時だった。チャプと水の音がした。みんな一瞬黙って音がした方にライトを向ける。でも何もいなかった。流れている水と岩しか見えなかった。今、なんか落としたよな。とタケルが小さい声で言った。誰も、しなかった、とは言わなかった。俺は川の中をライトで照らした。岩がいくつもあって、水の流れで影が揺れていた。その影の中に一瞬だけ、人が立っているように見えた。膝くらいまで水に浸かって、こっちを向いて立っているように見えた。俺は思わず声が出た。ユータ？ライトを少し上に向ける。でもそこにあったのは人ではなくて少し大きな岩だった。影が人の形に見えただけだった。ユータいた？と匠が聞いた。いや、岩だった。そう答えたけれど、さっき一瞬見えたものがどうしても岩には思えなかった。その時後ろの方から声がした。おーい。全員一斉に振り返った。暗闇の中にライトが2つ見えた。キャンプ場の方から管理人のおじさんともう一人の大人が歩いてきた。匠が連絡していたらしかった。まだ見つからないのか？管理人のおじさんがそう言って俺たちのところまで降りてきた。俺たちは一緒に橋に行ったこと、帰り道で一緒にいたはずなのにいなくなったことを説明した。管理人は少し黙ってから川をライトで照らしてこう言った。流されたかもしれないな。その言葉を聞いた瞬間、さっき聞いた話を思い出した。昔流されて岩に挟まって笑って見つかった子供の話。急に川の音が大きく聞こえた気がした。今日はもう危ないから探すのは明日にしよう。警察にも連絡する。管理人がそう言った。いや、でも、とタケルが言いかけた。その時また近くで音がした。ポチャンと。全員音のした方を見た。ライトを向ける。水面が少しだけ揺れていた。その揺れの向こう側、岩と岩の間の暗い隙間が
誰かの口みたいに見えた。俺はなんとなく思った。あそこに何かが挟まっているような気がするって。でもライトをずっと当てていると、ただの岩の隙間にしか見えなかった。それで結局、ユータは見つからなかった。俺たちはほとんど眠れないまま朝になって、親と警察が来て事情を説明して、そのまま家に帰された。帰る前にもう一度だけ川を見に行った。昼間の川は昨日と同じはずなのに、全然違う場所みたいに見えた。夜に見たあの黒い水の場所がどこだったのかわからなかった。その時レンが小さな声で言った。なあ、昨日さ、俺ら橋から戻るとき、一回後ろから足音聞こえなかった？俺は何も言えなかった。その夜の帰り道で、俺は確かに後ろから声を聞いた。いるって。あの声が本当にユータだったのか、その時はまだわからなかった。ユータがいなくなってから3日後だった。警察と消防が入って川の捜索が本格的に始まったと匠から連絡が来た。俺たちも来るようにと言われて、その日の朝もう一度あのキャンプ場に集まった。あの日と同じ道を通って同じ駐車場に車を止めて同じ川の横を歩いた。まだ川のはずなのに、その場所だけ少し寒い気がした。川の少し下流の方に警察と消防の人たちが集まっていた。ロープを張って長い棒みたいなもので川の中を探っていた。俺たちは少し離れたところでそれを見ていることしかできなかった。どれくらい時間が経ったのかわからない。1時間くらいだったかもしれない。その時、川の中に入っていた人の一人が大きな声を出した。いたぞ！空気が変わったのが分かった。周りにいた人が一斉にその場所に集まる。俺たちも気づいたらそっちに近づいていた。下がってくださいと言われたけど、少し離れた場所から川の中が見えた。岩がいくつも重なっていた場所だった。水の流れが少しだけ強くなっているところだった。その岩と岩の間に何かが挟まっていたんだ。最初それが何なのかわからなかった。だけど服みたいなものが見えて、白いものが見えて、それから人の腕が見えた。消防の人が何人かで川に入って、挟まっているものを引き上げようとしていた。でもなかなか動かなかった。挟まってるなぁ。誰かがそう言ったのが聞こえた。だけどしばらくして体が少し動いて岩の間から顔が見えた。その顔はユータだったんだ。目が開いていて口も開いていた。水の中でゆっくりと体が揺れている。そして笑っているように見えた。少し離れたところで警察の人たちが俺に言った。おそらく足を滑らせて落ちて、そのまま流されたんだろう。ここで岩に挟まって動けなくなったんだな。足を滑らせて落ちた。その言葉を聞いた瞬間、あの夜のことを思い出した。帰り道、後ろから足音が聞こえなくなって、俺が振り返った時のこと。暗闇の中にライトを向けたら、ユータは川側の石のところに立っていた。ちょっと足滑らせた。そう言って笑っていた。あの時、ユータの靴は濡れていた気がする。俺は警察の人に聞いた。ここって橋から戻る道の途中ですか？警察の人は少し考えてから言った。そうだな。上流の橋から流されたなら、この辺りに引っかかってもおかしくはない。俺はもう一度川を見た。岩と岩の間に挟まって引き上げられたユータの体は地面に寝かされて
青いシートをかけられた。でもシートをかける前、最後に一瞬だけユータの顔が見えた。口が開いたまま、笑っているみたいな顔だったんだ。その顔を見た瞬間、思い出した。あの夜俺が振り返って、ユータと叫んだとき、少し間があってから暗闇の中から聞こえた声。ここにいるって。もしあの時もうユータが川に落ちて流されてこの岩の間に挟まっていたとしたら、あの夜俺が後ろから聞いた返事は一体誰の声だったんだろう。1週間前の話、娘を連れてドライブに行った。なんてことない山道を進んでいって、途中のドライブインで飯を食って、で、娘を脅かそうと思って、舗装されていない脇道に入り込んだんだ。娘の静止が逆に面白くって、どんどん進んでいったんだ。そしたら急にエンジンが止まってしまった。山奥だから携帯もつながらないし、車の知識もないから、娘と途方に暮れてしまったんだ。飯を食ったドライブインも歩いたら何時間かかるか。で、しょうがないからその日は車中泊して、次の日朝から歩いてドライブインに行くことにしたんだ。車内で寒さをしのいでいるうちに夜になった。夜の山って何も音がしないのな。たまに風が吹いて木がざわざわ言うくらいで。で、どんどん時間が過ぎてって、娘は助手席で寝てしまった。俺も寝るか、と思って目を閉じてたら、何か聞こえてきたんだ。今思い出しても気持ちが悪い。声だか、音だかわからん感じで。天、そう、滅、って何度も繰り返しているんだ。最初は聞き間違いだと思い込もうとして、目を閉じたままにしてたんだけど、音がどんどん近づいている気がして、たまらなくなって目を開けたんだ。そしたら白いのっぺりとした何かが、めちゃくちゃな動きをしながら車に近づいてくるのが見えたんだ。形は、ウルトラマンのジャミラみたいな、頭がないシルエットで足は一本に見えた。そいつが例えるなら、ケンケンをしながら、両手をめちゃくちゃに振り回して、体全体をぶれさせながら向かってきている。めちゃくちゃ怖くて叫びそうになったけれど、なぜかその時は、隣で寝ている娘が起きないようにって変なところに気が回って、叫ぶことも逃げることもできないでいた。そいつはどんどん車に近づいてきたんだけど、どうも車の脇を通り過ぎていくようだった。通り過ぎる間も、天、そう、滅って音がずっと聞こえてた。しばらくすると音が遠ざかっていって、後ろを振り返ってそいつの姿が見えなかったから、俺はほっとして娘の方を向き直ったら、そいつが助手席の窓の外にいたんだ。近くで見たら、頭がないと思っていたのに、胸のあたりに顔がついている。思い出したくもない恐ろしい顔で、ニタニタ笑ってるんだ。娘に近づかれたって怒りが湧いてきて、この野郎って叫んだんだ。叫んだ途端そいつは消えて、娘が跳ね起きた。俺の怒鳴り声にびっくりして起きたのかと思って、娘に謝ろうと思ったら、娘が、入れた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 、って、ブツブツと言っているんだ。これはやばいと思って、なんとかこの場を離れようとエンジンをダメ元でかけてみた。そしたらかかった。俺は急いで来た道を戻っていった。だけど娘は隣でまだつぶやいている。俺は早く人がいるところに行きたくて車を飛ばした。ようやく街の明かりが見えてきてちょっと安心したが、娘のつぶやきが入れた、入れた、入れたから天、そう、滅にいつの間にか変わっていて、
顔も娘の感じじゃないみたいになってた。家に帰るにも娘がこんな状態じゃって思って目についた寺に駆け込んだんだ。夜中だったが、寺の隣の住職が住んでるところには明かりがついていて、娘を引きずりながらチャイムを押した。住職らしき人が出てきて娘を見るなり、俺に向かって、何をやったって言ってきた。俺は山に入って変な奴を見たことを言うと、残念そうな顔をして、気休めにしかならないだろうが、と言いながらお経を上げて、娘の肩と背中をバンバン叩き出した。住職が止まってけというので、娘が心配だったこともあって、俺は止めてもらうことにした。住職が言っていたんだが、娘は山の毛に取りつかれたらしく、49日経ってもこの状態が続くなら、一生このまま正気に戻ることはないらしい。住職はそうならないようにと娘を預かって、なんとか山の毛を追い出す努力はしてみると言ってくれた。妻にも俺と住職から電話をして、なんとか信じてもらった。あのまま家に帰っていたら、住職が言うには、妻にも山の毛がついてしまっただろうと。山の毛は女につくらしく、完全に山の毛を抜くまでは妻にも娘にも会えないらしい。1週間経ったが、娘はまだ住職のところにいる。毎日様子を見に行っているが、もう娘じゃないみたいだ。ニタニタ笑って、何とも言えない目つきで俺を見てくる。早く元の娘に戻ってほしい。妻からは随分責められました。なぜ山に連れて行ったのか、なぜ悪ふざけをして山奥まで車を走らせたのか、なぜ車を出て人里まで降りていかなかったのか、などです。私は何も言えませんでした。当然です。私が行動と選択をすべて誤っていたことが娘をおかしくした原因なのですから。ただ、特別な力があるかどうかもわからない住職に娘を任せるより、病院に連れて行って見てもらった方がいいという妻の強い願望については、私は了承することができませんでした。私が実際にこの目で見た山の毛という化け物は確かに存在しており、娘がおかしくなったのも山の毛のせいであるという確信があったからです。住職も娘を一目見るなり、何かに取りつかれているということを察知していて、なおかつ山の毛の存在も認知していたため、信頼がおけると私は思っていました。ですから、病院に連れて行くなどしても無駄。適当な病名をつけられて終わりだという思いと、病院に連れて行く場合は妻も当然つきそうでしょうから、妻にも山の毛がつくという事態だけは避けなければならないという私の判断で娘を寺に預け続けました。そして山の毛に取りつかれた日から40日ほどが経過した3月の中旬頃、住職から連絡がありました。山の毛を追い出すだと。私は大喜びで娘を迎えに行きました。住職に連れてこられて私の前に歩いてきた娘は、あの気味の悪い笑顔は消え、私が知っているいつもの可愛い笑顔で私にしがみついてきました。根気よく除霊の度胸をし、心配してよく来てくれるお父さんと家で帰りを待っているお母さんのために山の毛に打ち勝ちなさいというような言葉をかけ続けた結果、なんとか山の毛は出て行ったようだと住職は言いました。ただ40日も取りつかれていたから、おそらく頭がぼんやりとしていて、言葉を発するのも少し時間はかかるだろうという住職の話の通り、娘は無言で微笑んでいました。私はともかく娘が正気に戻ったことが嬉しくて、一刻も早く妻とも再会させたい、喜びを分かち合いたいと思い、娘を家まで連れて帰りました。出迎えた妻も娘の顔を見るなり嬉しさのあまり泣き出し、娘を抱きしめました。私も抱き合う二人の肩に手を乗せ、すべてが終わったと安堵しました。
すると娘が妻の耳元で何かを囁いていました。住職からは娘がまだうまく話せないということを聞いていた私は、不思議に思いながら何を話しているのか耳を傾けました。天、そう、滅。それを聞いた私の全身から血の気がさーっと引いていきました。追い出すでなんかいなかったんです。山の毛は娘の中に隠れていただけだったのです。住職が家でお母さんが待っていると繰り返し話したことで、山の毛は娘以外に取り付くチャンスを狙っていたんです。妻の体がビクンと硬直し、私の方をゆっくりと向きました。無表情だった妻の顔が歪んで、娘と同じように気味の悪い笑みを浮かべていました。そして、入れた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 、と妻と娘が同時に声を上げました。二人とも両目が外側を向いて涙を流しながら笑っていました。そして恐怖のあまり後ずさった私にゆっくりと近づいてきました。その後のことは覚えていません。気づいたとき私の足元には血まみれの妻と娘が倒れていました。そして私の手には真っ赤に染まった包丁が固く握られていました。慌てて包丁を手から離そうとしましたが、筋肉が硬直し、全く指が動かなかったことだけを鮮明に覚えています。その後私は妻子を殺した罪で逮捕され、懲役22年の判決を受けました。化け物が妻と娘に憑依して襲いかかってきたという私の取り調べの際の主張が、私の心神耗弱を裏付けるものとして弁護側に利用され、懲役30年の求刑が減刑された結果でした。刑務所内で私は反省と自問を繰り返しました。妻の言う通り病院へ連れて行っていればこんなことにならなかったのでは。妻にも取り付いてしまうことを避けたはずが、なぜこうなってしまったのか。答えの出ない自己反省を続ける私の姿が刑務所側には心象よく映ったためか、刑期を満了する22年を待たず、私は17年で仮出所することになりました。そして仮出所した今、私は久しぶりにネットに書き込むことができています。出所して以降、17年の時を埋めるように、私はネットの知識を詰め込みました。X、YouTube、Instagram、TikTok、5ちゃん。そして私が書いた体験が世の中に山の毛という怪談話として認知されていることも知りました。ネットを通じて山の毛を知った当時の若者が親となり、子供へと伝えていることも知りました。私も本来ならそういった方々と同様に別世界の話としてネット怪談を楽しみ、子供にも面白おかしく伝えたりしながら幸せに生きていけるはずでした。ですがそれはもう叶いません。どうして私たち家族だけがこんな思いをしなければならないのでしょうか。それを考えたとき、私はあることを思いつきました。それは皆さんにも同じ思いをしてほしいということです。私たちだけが不幸になって、それを知らずに皆さんが山の毛を単なる怪談として面白がっている。それは不公平ですよね。幸いなことに山の毛は様々なクリエイターの方々によって漫画や小説、動画などで取り上げていただき、最近ではヒット曲にもなりました。つまりもう皆さんは山の毛がどういうもので取り憑かれたらどうなるのかご存知のはずです。私は YouTube チャンネルを開設し、並行して X のアカウントも作り、山の毛を自らの体験談ではなく創作物として発信しました。その結果、多くの反響をいただき、幸いなことにそのほとんどが好意的なものでした。おかげさまでフォロワーも増え、さらにたくさんの方々に山の毛は知られています。準備は整いました。今もこうしてパソコンに向かっている私の後ろでは、私が殺してしまったはずの妻と娘が、
あの気味の悪い笑顔を浮かべながら私の心に語りかけてきます。もっと入りたい、もっと入りたい、と。せっかく山の毛を知っていただいて、楽しんでいたところ申し訳ないのですが、楽しいのはここまでです。これを聞いている、読んでいる方々に私たち家族と同じ思いをしていただきます。昔流行った自己責任系のようなものです。妻と娘の無念と山の毛の欲望をネットに載せて皆さんに送ります。スマホを切っても無駄です。もうここまで聞いてしまったのですから。あのキャンピングカーの中に今も一人多く乗っている。そう言うと大抵冗談だと思われるんだ。警察にも医者にも家族にもみんな同じ顔をされた。でも本当のことなんだ。あの夜から人数が合わない。最初はただの旅行だった。大学時代の友人良介から久しぶりに連絡が来たのが始まりだった。キャンピングカー借りてさ、どっか行こうぜ。社会人になってから俺たちはこういう遊びをしなくなっていた。だから少しだけ懐かしくなって俺はすぐに了承した。集まったのは4人。運転が好きな良介、その恋人の水木、水木の幼馴染の誠、それから俺。金曜日の夜、仕事終わりに集まってそのまま出発した。レンタルしたキャンピングカーは思っていたより古かった。白い車体に青い線。後ろの窓のゴムは黒く変色していた。中は意外と広くて、小さなテーブルと向かい合うソファー。奥には二段ベッド。秘密基地みたいで少しだけテンションが上がったのを覚えている。出発してしばらくはただの楽しい旅行だった。コンビニで酒とつまみを買い込んで音楽を流してどうでもいい昔話で笑った。誰が一番変わったとか、誰がまだ独身だとか、そんな話ばっかりしていた。山に入ったのは夜の11時過ぎだった。窓の外は真っ暗で街灯もほとんどなく、ヘッドライトの光だけが前の道を白く浮かび上がらせていた。そのうち霧が出始めた。最初は薄かったのに気づいたら前が見えないくらいに濃くなっていた。ナビ、本当にこの道で合ってる？後ろの席から誠が言った。カーナビの画面には細い参道が表示されていて、目的地のキャンプ場まであと20分と出ていた。でもどう見てもキャンプ場に続く道には見えなかった。ガードレールもない車1台分の細い道だった。近道って出てるから大丈夫でしょう。良介はそう言ってそのまま進んだ。その時だった。コンと車の後ろの方で何かを叩くような音がした。最初は小石でも跳ねたのかと思った。でも少ししてまた、コン、コン。今度ははっきり聞こえた。窓を叩く音だった。ねえ、今の何？水木が小さな声で言った。俺は振り返って後ろの窓を見る。でも、霧で真っ白で何も見えなかった。枝じゃない？そう言いながらも誰も笑わなかった。コン、コン、コン。今度は少し強くなった。まるで誰かが外から窓を叩いているみたいだった。ちょっと待って、止めて。誠が言った。良介は車を路肩に寄せて止めた。エンジンはかけたまま、外に出るかどうか少し迷っているようだった。俺、
ちょっと見てくるよ。そう言って俺はドアを開けた。外は異様に静かだった。虫の声も風の音も何も聞こえなかった。ただ白い霧だけがゆっくりと動いていた。車の後ろに回る。後部の窓も見た。だけど何もなかった。手形も傷も何もついていなかった。何もないぞ。そう言って戻ろうとしたとき気づいた。キャンピングカーの後ろに足跡があったんだ。濡れた地面にはっきりと裸足の足跡が。しかもその足跡は車の後ろから現れて、そのまま車の下に潜り込むように続いていた。その時、車の中から悲鳴が聞こえた。水木の声だった。俺は慌ててドアを開けて中に入った。どうした？水木は車の奥、二段ベッドの方を指さしていた。顔が真っ白だった。あそこ、何かいる。カーテンが半分閉まっていて、その隙間から黒い髪が少しだけ見えていた。知らない女が最初からそこにいたみたいに横になってこっちを見ていたんだ。二段ベッドのカーテンの隙間、そこから見えていたのは黒い髪の毛だった。黒い髪がベッドから垂れてわずかに揺れていた。車は止まっているのに髪だけがゆっくりと動いていた。誰？涼介がそう言ってゆっくりと近づいた。俺は止めようとしたが声が出なかった。涼介がカーテンを一気に開けた。だけど中には誰もいなかった。布団が少しへこんでいるだけで人はいなかった。でもへこみ方が妙だった。ちょうど誰かが今まで横になっていて、さっき起き上がったみたいな形だった。は？今、いたよな。誠が震えた声で言った。その時後ろで水木が小さく言った。ねえ、これ、誰の？テーブルの上に濡れた髪の毛が落ちていた。それは長い黒髪だった。しかも、一本や二本ではなく、手で握ったみたいな量がべったりと置いてあった。誰も触っていないのに、そこだけ水で濡れたみたいにテーブルが光っていた。もう行こうよ。ここ嫌だ。水木が半泣きで言った。全員一致だった。キャンプ場に行くのはやめて、来た道を戻ることにしたんだ。涼介が車を U ターンさせようとした。でも、山道が狭くて切り返しが必要だった。何度か前後に動かして、ようやく向きが変わった。その時俺は気づいた。バックモニターに何かが映っていたんだ。白い霧の中に黒い影が立っていた。人の形だった。髪が長くて、腕がだらんと長くて、顔だけがやけに白かった。涼介、後ろ。俺が言った瞬間、画面がザーッとノイズになった。何も見えないんだけど。涼介はそう言ったが、俺には確かに見えた。車を発進させて、来た道を戻り始めた。さっきまでの笑い声は完全に消えていて、車内は異様に静かだった。しばらく走ると少し広い場所に出た。小さな駐車スペースみたいな場所で、古いトイレと自動販売機が一台だけあった。ちょっと休もうぜ。涼介が言って車を止めた。正直全員かなり疲れていた。みんな口数が少なくて、さっきのことをあまり話さないようにしているのが分かった。俺、トイレ行ってくる。俺はそう言って車を降りた。トイレは古くて、蛍光灯がジジジと音を立てていた。中に入ると、やけに鏡が大きかった。
古い公園にあるみたいな横に長い鏡だった。手を洗って顔を上げた時に気づいた。鏡に映っている人数が合わなかった。俺の後ろに誰かが立っていたんだ。長い黒髪で顔がよく見えない女がすぐ後ろに立っていた。俺は驚いて振り返った。でも誰もいなかった。もう一度ゆっくりと鏡を見る。だけどやっぱりいるんだ。俺のすぐ後ろにあの女が立っている。しかもよく見るとその女、裸足だったんだ。足が濡れていて床に足跡がついていた。その足跡が鏡の中では俺の足のすぐ後ろまで続いていたんだ。その時気づいた。鏡の中の俺の肩に女の手が乗っていた。黒くて細い指だった。爪だけが異様に長くて少しだけ俺の肩に食い込んでいた。俺は悲鳴を上げてトイレを飛び出した。キャンピングカーまで走って戻ってドアを開けた。どうした？涼介が驚いた顔で言った。この車乗ってるの、俺たち4人じゃない。車の中がしんと静まり返った。その時水木がゆっくりと言った。ねえそれ、私もさっきから思ってた。荷物が増えてるの。全員で車内を見回した。確かに知らないバッグがあった。黒色の古いボストンバッグだった。濡れていて下に水が溜まっている。これ、誰のだよ。誰も答えなかった。そして涼介がそのバッグをゆっくりと開けた。中に入っていたのは女物の服とびっしり詰まった黒い髪の毛だった。そして一番下に古い免許証が入っていた。写真には長い黒髪の女が写っていた。名前の欄にはこう書いてある。水木。全員ゆっくりと水木を見る。水木は少し黙ってからこう言った。それ、私のじゃない。でも免許証の写真はどう見ても水木の顔だった。でも水木は青い顔で首を振った。違う、私こんなの知らない。免許証は古かった。角が擦り切れて少し黄ばんでいた。生年月日を見ると年齢がおかしかった。今の水木より10歳くらい年上だったんだ。同姓同名と誠が言った。その時車の天井からミシッと音がした。全員同時に上を見る。キャンピングカーの天井に何かが乗ったみたいな音だった。ミシッとゆっくりと何かが歩いてくる。車の屋根の上をゆっくりと歩く音。足音は車の後ろから前の方へと移動してきた。そして運転席の真上で止まった。その瞬間フロントガラスに髪の毛が垂れてきた。黒くて長い髪が上からスルスルっと落ちてきてガラスに張り付いた。そしてその隙間から白い顔が逆さまに見えた。女がフロントガラスの外側に張り付いてこっちを覗いている。目が合った瞬間、女の口がゆっくりと開いた。何か言っていた。でも声は聞こえなかった。だけど代わりにカーナビが突然喋り出した。目的地に到着しました。誰も目的地なんて設定し直していない。ナビの画面を見ると地図が消えていた。真っ暗な画面に小さく文字だけが出ていた。ここがあなたの帰る場所です。その瞬間、車のドアが全部ガチャッと音を立ててロックされた。涼介が慌てて開けようとしたが
開かなかった。エンジンも止まった。ライトも消えた。真っ暗な車内で外から、コンコン、コンコン、と窓を叩く音が鳴り始めた。一箇所ではなかった。右の窓、左の窓、後ろの窓、そして天井。いくつもの手が同時に窓を叩いていた。もう無理だ。凌介が叫んで運転席のドアを蹴った。その時、後ろのベッドのカーテンがスーッと開いた。暗闇の中で誰かが起き上がったんだ。長い髪、白い顔、濡れた足。その女がゆっくりと言った。やっと帰ってこれた。その声は水木の声だった。全員水木を見る。でもテーブルのところに座っている水木とベッドの上にいる女、同じ顔が2つあったんだ。ねえ、気づかなかったの？ベッドの上の水木が言った。最初から5人だったよ。その瞬間、車の窓を叩く音がピタッと止んだ。そしてカーナビがもう一度喋った。人数を確認してください。暗闇の中で凌介が震える声で言った。1人、2人、3人、4人、5人。1人多かった。次の瞬間、車の中の電気が一瞬だけついた。俺はその一瞬で見てしまった。座っている俺の隣に、俺と同じ顔のやつが座っていたんだ。そいつは俺の方を見て笑っていた。電気が消える直前、そいつが小さな声で言った。やっと帰れる。あのキャンピングカーの中には今も一人多く乗っている。そして多分多いと思っている方が間違っている。本当はもう誰も帰れていない。僕がその村に引っ越してきたのは秋の終わり頃だった。父さんの仕事の都合で町のアパートを引き払って山の中の古い村へと移ることになったんだと母さんは言っていた。僕は正直嫌だった。前の学校には友達もいたし、コンビニも公園も本屋さんもあった。でも新しく行く村にはそういうものがほとんどないらしかった。引っ越しの日、車の窓から見えたのは山ばっかりだった。どこまで行っても木があって、道は細くて、途中からガードレールもなくなった。その道をずっと進んだ先に、ようやく家が見えてきた。古い瓦屋根の家が何軒も並んでいて、畑があって、道端には背の高いすすきが揺れていた。夕方の光が村中を黄色くしていて、綺麗といえば綺麗だったけれど、なんだか昔の写真の中に入り込んでしまったみたいだった。村の入り口には木の看板が立っていた。歓迎、月ヶ沢へようこそ。そう書いてあった。その下に小さく白い字で、現在の人口108人と書かれていた。僕はその数字を見てなんとなく覚えた。108人。少ないなと思った。クラス4つ分しかいない。でもその時はそれだけだった。村の人たちは僕らを随分親切に迎えてくれた。家の前まで何人も出てきて、野菜だの漬物だのを持ってきてくれる。年寄りも多かったけれど、みんなニコニコしていて、母さんはすぐに安心したみたいだった。いい人たちばかりでよかったわね。そう言って、もらった大根を台所へと運んでいた。
父さんも、これなら静かで仕事に集中できる、と機嫌が良かった。でも僕はその日から少しだけ変だと思っていた。村の人たちはみんな親切なのに、誰も長く僕の顔を見ないんだ。はじめまして、と言ってくれる。頭も撫でてくれる。笑いかけてもくれる。でもその後すぐに、ふっと目をそらすんだ。まるで、あんまりはっきり覚えないようにしているみたいに。それと、子供が少なかった。引っ越しの手伝いに来ていた人たちの中にも、子供は一人もいなかったし、家の前の道にも遊んでいる子供の声が全然しなかった。村の規模を考えたら、もっといても良さそうなのに。この村って子供いないの？荷物をほどきながら聞くと、母さんは段ボールの中を見たまま答えた。いるわよ。学校もちゃんとあるって聞いてるし、人数は少ないんじゃない？その言い方は軽かったけれど、僕はなんとなくそういう少ないって感じじゃない気がしていた。いるけど見かけない、そうじゃなくて、最初からあまりいない、そんな感じがした。次の日、僕は父さんと一緒に村の学校へと行った。月ヶ沢小学校と書かれた木の表札が門のところにぶら下がっていて、校舎は思ったよりもずっと古かった。窓ガラスがところどころ曇っていて、廊下を歩くと、ミシッ、ミシッとなった。先生は優しい人だった。笑うと目尻にシワが寄る。細い男の先生で、僕を職員室に呼んでくれて、転入の書類を見ながら言った。じゃあ、今日から5年生だね。よかったよ。これで人数が合う。え？と聞き返すと、先生は一瞬だけ黙って、それから笑った。ああ、いや、ちょうどいい人数になったってこと。気にしなくていいよ。その、ちょうどいい人数っていう言い方が僕は少し気になった。5年生の教室には僕を入れて4人しかいなかった。男の子が1人、女の子が2人。教室は広いのに机の数は少なくて、なんだか歯が抜けた口みたいだった。みんな親切ではあった。名前を聞いてくれたし、どこから来たのかも聞いてくれた。でもどこか変だった。僕が、前の小学校では27人いたよ、と言ったとき、みんなほんの少しだけ顔を見合わせたんだ。それは驚いた顔ではなくて、そんなにいて大丈夫なの？というような変な顔だった。休み時間に、ユウトっていう同じクラスの男の子が僕に学校の裏を案内してくれた。畑や古い倉庫や誰も使っていないブランコのところを見せてくれた後で、校庭の隅に立っている掲示板を指さした。そこには行事予定と一緒に白い紙が貼られていた。現在の村の人口、108人。やっぱりその数字だった。これ、なんで貼ってあるの？僕が聞くと、ユウトはすぐに答えなかった。土をつま先でこすってから小さな声で言った。毎日変わることもあるから。毎日？うん。そんなに人出たり入ったりするの？そう言うと、ユウトは首を振った。その顔が少しだけ青く見えた。出たり入ったりっていうか、合わせるんだよ。何を？人数。そう言ってから、ユウトは、しまった、という顔をした。そしてそれ以上は何も話さなかった。そしてその日の帰り道、僕は村の家を一軒ずつ数えてみた。小さな家、大きな家、畑の脇の野屋みたいな家。
でも途中でわからなくなった。道は途中で分かれているし、山の方にも家があるらしかったからだ。ただ、どの家の前にも小さな木札みたいなものがかかっているのが見えた。家の名字が書かれてある札。でも中には何も書いていない真っ白な札をかけた家もあった。そのことを父さんに話すと、昔から風習でもあるんだろう、とあまり気にしていない様子だった。母さんも、こういう村にはこういう村のやり方があるのよ、と言った。でもその夜、夕飯の時に村長さんが挨拶に来た時、僕は変なことを聞いてしまった。村長さんは背の低いおじいさんで、ずっとニコニコしていた。父さんと母さんに向かって、村のこと、畑のこと、冬の雪のことなんかを話していたけれど、帰り際に、ふっと真面目な顔になって、こう言ったんだ。月の終わりには、寄り合いがあります。新しく来たうちにも、決まりは聞いておいてもらわんと。父さんが、決まりですかと聞くと、村長さんはうなずいた。この村は昔から人数を合わせて暮らしてきました。ここで生きるなら、それだけは守ってもらわんと困る。その言い方は笑ってはいなかった。父さんも母さんもその場で曖昧にうなずいていた。でも、その後二人とも少し黙っていた。寄り合いがあるという日の前から、村の空気は妙に落ち着かなくなった。大人たちは夕方になると早く家へ入るし、学校でも先生が何度も時計を見ていた。給食の後、先生は教室の前に立って僕らに言った。今日は放課後、まっすぐ家に帰ること。道草しないでね。あと、夜に外へ出ないこと。それは別におかしな注意じゃなかったけれど、先生の声が少し震えていたのが気になった。家へ帰ると、母さんは昼間から着替えていた。父さんも仕事を早く切り上げて、居間で村長さんにもらった紙を読んでいた。白い紙に筆で何か書いてある。僕が後ろから覗こうとすると、父さんは慌てて紙を裏返した。子供は気にしなくていい。そう言ったけれど、その顔色は良くなかった。寄り合いって何するの？ああ、話し合いだよ。何の？父さんはしばらく黙っていたが、やがて小さく言った。村のことだ。それだけだった。夜になると家の外を人が歩く音が増えた。ザ、ザと砂利を踏む足音。低い話し声、戸の開く音。僕は2階の部屋の窓からそっと外を見た。村の集会所の方へ何人も歩いていくのが見えた。男も女も年寄りもみんな同じ方向へ向かっている。懐中電灯の明かりが闇の中で小さく揺れていた。寄り合いが始まってから1時間くらい経った頃、僕は喉が渇いて目を覚ました。家の中はしんとしていた。父さんと母さんがいない。きっとまだ寄り合いから帰っていないんだと思った。階段を降りて台所へ行こうとしたとき、玄関の方から声がした。小さく、ひそひそと話す声。父さんだった。母さんもいた。二人とも帰ってきていたんだ。でも、どうしてかすぐ家の中へは入らず、土間のあたりで話をしていた。僕は階段の途中で足を止めた。こっそり聞くつもりではなかったけれど、二人の声は思ったよりはっきりと聞こえた。うちは新しく入ったうちだから、候補に入るのは仕方がないって。母さんの声だった。泣きそうな、押し殺した声だった。父さんが答えた。
でも、まだ来たばかりだぞ。そんなの関係ないって言われたじゃない。今月は109人だから一人減らさなきゃいけないって。僕の胸がドクンとなった。109人、一人減らす。よそのうちからにしてもらえないの？無理だ。順番だと言っていたじゃないか。順番って人を減らすのに順番って何よ？母さんの声はかすれていた。父さんはしばらく黙って、それからものすごく小さな声で言った。多数決になる。その瞬間、自分の足の裏が冷たくなるのが分かった。何の話をしているのかすぐには理解ができなかった。したくなかったと言った方が近いのかもしれない。でも次の母さんの言葉で嫌でも分かった。候補は4人分だって言ってたわね。4人。父さん、母さん、そして僕。いや、もう一人は誰だ？そう思ったけれど、すぐに気づいた。姉ちゃんだ。姉ちゃんは今、中学の寮に入っていて、このうちにはいない。でも、家族の人数には入っている。候補は4人分。その中から1人を減らす。僕は息を止めたまま、階段の陰にしゃがんだ。玄関で髪の擦れる音がした。父さんが何かを広げたらしい。村長のところで書いた表だ。見せて。それからしばらく沈黙があって、それから母さんが、あっと短く息を飲んだ。嘘。俺もまだ信じられん。どうして？子供だからだろ。その一言で世界がぐらっと揺れた気がした。母さんが小さな声で泣き出した。でも父さんはそれを止めなかった。村の決まりなんだ。ここで逆らったら家ごと出ていけなくなる。出ていけるなら出たいわよ。無理だ。この冬にどこへ行くって言うんだ。仕事も家ももうここなんだ。でも、コウタなのよ。僕の名前が出た瞬間、頭が真っ白になった。コウタ、それは僕の名前。父さんは何も言わなかった。その沈黙が一番怖かった。やがて髪を畳む音がした。そして母さんが泣きながら言った。まだ方法があるかもしれない。ないよ。明日の朝には合わせるそうだ。そんな簡単に言わないでよ。簡単じゃない。父さんの声はそこで初めて少し震えた。でも、うちだけ拒んだら次は全員だ。その後二人はしばらく何も話さなかった。僕はその場から動けなかった。寒かった。なのに汗が出た。ようやく二人が家に入ってきた気配がしたとき、僕は音を立てないように2階へ戻って、布団の中へ潜り込んだ。心臓の音が大きすぎて、布団の外にまで聞こえてしまうんじゃないかと思った。自分が明日の朝には減らされる。そう考えてもどういう意味なのか、まだどこか現実じゃなかった。殺されるのか、どこかへ捨てられるのか、川へ落とされるのか、山へ連れて行かれるのか。わからない。わからないけれど、とにかくここにいたらダメなんだと思った。夜が明ける前に逃げよう。僕はそう決めた。でも、怖くて一睡もできなかったせいで、気がついた時にはもう外が少し明るくなっていた。鳥の鳴く声がしていた。家の中は静かだった。僕は布団を跳ねのけて立ち上がり、ランドセルも持たずに階段を降りた。
玄関へ行こうとしたとき、居間の襖が開いて母さんが出てきた。僕を見ると母さんはピタリと止まった。その顔を見た瞬間、僕は叫びそうになった。泣いた跡があるのに、表情だけが妙に穏やかだったからだ。起きたの？コウタ。いつも通りの声だった。僕は一歩下がる。どこ行くの？学校。自分でもびっくりするくらい普通の声が出た。母さんは少しだけ首をかしげた。その仕草が昨日までと全く同じで余計に怖かった。あらそう？じゃあ朝ごはん食べていきなさい。台所から父さんの声もした。早くしろよ。遅れるぞ。その声も普通だった。あれを聞いたのは夢だったのか、そう思いたくなった。でも夢じゃないとすぐにわかる。食卓には3人分の朝ごはんが並んでいた。父さんの分、母さんの分、そしてもう一つ、僕の席の前に置かれた茶碗。それなのに、母さんは僕を見るたびに、ほんの少しだけ目を細める。それは、初めて会った人の顔を確認するみたいに。父さんもそうだった。目が合う。でもすぐにそらす。まるで、覚えないようにしているみたいに。僕のこと、わかるよね？思わずそう言うと、母さんは箸を持つ手を止めた。何言ってるの？変なこと言わないの。その返事はいつも通りだった。なのにそこには温度がなかった。朝ごはんを半分も食べられないまま僕は学校へと向かった。逃げればよかったのかもしれない。でも、どこへ逃げればいいのかわからなかった。村を出る道は一本しかないし、その道の先に何があるのかもしれない。それに、まだどこかで学校へ行けば何か変わるかもしれないと思っていた。校門をくぐると、先生が玄関の前に立っていた。おはようございます。そう言って頭を下げたのに、先生は不思議そうな顔で僕を見た。君、どこの子だい？足が止まった。え？保護者の方は？先生の声は本気だった。冗談ではなかった。僕、昨日からこの学校に。そこまで言って言葉が喉に詰まった。昨日、確かに自分の机があったはずの教室を覗く。机は3つしかなかった。優斗がいた。女の子も2人いた。でも、僕の席だけがなくなっていた。教室の後ろのロッカーも見た。自分の名札がない。連絡帳もない。上履きの入っていたはずの棚にも空いた場所なんてなかった。先生はだんだん困った顔になる。君、名前は？名前、僕は口を開いた。あれ？その先が出てこなかった。コウタ。そう言おうとしたのに、舌がうまく動かなかった。自分の名前なのに、急に遠くなっていたんだ。何度も呼ばれていたはずなのに、音の形がぼやけていく。先生は心配そうに僕を見ていた。でも、その目の中には、昨日僕に向けたはずの記憶が一つもなかった。そして僕は学校を飛び出した。走って、家まで戻った。息が苦しかった。喉も痛かった。でも止まれなかった。家の戸を開けると母さんがいた。声は震えた。母さんは振り返って僕を見る。それからゆっくりと眉を寄せた。どちら様ですか？
その言い方は冷たくなかった。本当に見知らぬ子供が入ってきたから驚いたという顔だった。母さん？そう呼んだ瞬間、母さんの顔がこわばった。誰のお家の子？勝手に入ってきちゃダメでしょ？その声に奥から父さんも出てきた。父さんも僕を見るなり知らない子を見る顔をした。どうした？この子が急に入ってきて。父さんは僕に向かって困ったように言った。坊や、うちに何か用か？坊や、その呼び方が刃物みたいに胸に刺さった。父さん。僕がそう言うと、父さんの顔が少し険しくなった。いたずらはやめなさい。その言葉と一緒に家の中を見た。靴箱の上にあったはずの家族写真が見えた。それは去年、姉ちゃんが寮に入る前に撮った写真。父さん、母さん、姉ちゃん、そして僕。そのはずだった。でも写真には3人しか写っていなかった。父さんと母さんと姉ちゃん。その真ん中にあるはずだった僕の姿だけが最初からそこにいなかったみたいにきれいに消えていたんだ。僕はふらふらと自分の部屋へと向かった。でもその部屋はもう自分の部屋ではなかった。机もベッドもなくなって段ボールと古い座敷布団が積まれていた。そこは物置になっていたんだ。壁に貼っていたサッカー選手のポスターもなかった。本棚もない。床に置いていた青い箱もなかった。そこには最初から誰も住んでいなかったみたいだった。そして後ろで父さんの声がした。誰かの家と間違えたんだろう。村長に連れて行くか。母さんが答えた。そうね。でも変な子。なんだか見たことあるような。そこで父さんは低い声で言った。見るな。たった3文字だった。でもその声にははっきりとした怖さがあった。長く見るな。忘れられなくなる。母さんは黙った。僕はそこでようやく全部分かった気がした。この村では一人増えたら一人減らす。減らすというのは殺すことではない。追い出すことでもない。その人が最初からいなかったことにするんだ。名前を消し、写真を消し、部屋を消す。学校の机を消す。家族写真から消す。そうやって人数を合わせるんだ。だから村の人たちは僕を長く見なかったんだ。覚えないようにしていた。いざという時、消しやすいように。僕は家を飛び出した。どこへ行けばいいのかわからなかったけれど、とにかく村の外へと出ようと思った。道は一本しかない。入り口の看板まで行けばいい。走って、走って、石につまずきながらも何度も転びそうになって、ようやく村の入り口まで来た。看板が立っていた。歓迎、月ヶ沢へようこそ。その下に白い字でこう書かれていた。現在の人口108人。昨日と同じ数字だった。つまり、もう会っている。合わせ終わっている。僕は看板に手をついて息を整えようとした。その時後ろから声がする。コウタ。振り返ると、ユウトが立っていた。学校へ行っているはずの時間なのに、ユウトはランドセルも持たず、ただ道の真ん中に立っていた。その顔は青くて泣きそうだった。お前、覚えてるの？僕が言うと、ユウトはうなずいた。
少しだけ。少しだけってなんだよ。今のうちだけだと思う。多分、夕方には忘れる。その言い方があまりにも普通で、僕は怒鳴りたくなった。なんでだよ。なんでこんなことするんだよ。ユウトはビクッと肩を震わせた。でも逃げなかった。しないと、今度はうちなんだ。その一言で声が止まった。ユウトは唇を噛んで続ける。前はうちの姉ちゃんが候補に入った。だから父さんたち必死だったんだ。次に増えた時、よそから来たうちがあったから助かったって。そこから先はうまく言えないみたいだった。そしてユウトの目から涙が落ちた。みんな怖いんだよ。自分の家の誰かが消えるのが怖いんだよ。だから先に消すんだ。僕は何も言えなかった。正しいとか間違ってるとかそういうことではなかった。この村ではそれがもう当たり前になっている。誰かを消さなければ自分の家が消される。そうやってずっと続いてきていたんだ。村から出ればいいじゃないか。僕が言うと、ユウトは首を振った。出てもダメだよ。名前がないから。その言葉が胸の中に重く沈んだ。そうだ。仮にここを出られても、僕は誰にも自分を証明できない。学校の記録もない。家族も覚えていない。写真もない。名前すら、さっきからもう少しあやふやになってきている。昨日の夜、神社で紙を燃やしたんだ。何の紙？お前の名前。風が吹いて、すすきがざわざわとなった。その音を聞いた瞬間、急に寒くなった。もう夕方みたいな寒さだった。名前を燃やすと、その人は村の外にいても帰る場所をなくすんだって。ユウトはそこまで言って顔を伏せた。ごめん。その謝り方が一番辛かった。僕は何も返せなかった。怒る力も泣く力ももう残ってはいなかった。ただ頭の中に一つだけはっきりした考えが浮かんだ。帰る場所がない。その言葉の意味が今頃になって分かった。家がないってことではない。街がないってことでもない。自分を覚えている人がもうどこにもいないってことだ。それは死ぬよりひどいことかもしれないと思った。ユウトはしばらくそこに立っていたけれど、やがて行かなきゃと小さく言った。長く一緒にいたら僕まで怒られる。それは多分本当だった。そして僕はうなずく。ユウトは何度も振り返りながら村の方へと戻っていった。その背中を見ているうちに、だんだんあの子の名前もあやふやになっていく気がした。ユウト、確かそうだったはずだ。でも自信がなくなる。看板の前に一人きりとなった。どこへ行けばいいのかわからない。足が動かない。その時、看板の横にある掲示板に新しい紙が貼られているのが見えた。朝にはなかったはずの紙だった。近づいてみる。墨で丁寧な字が並んでいた。今月の寄り合い、決定事項。人口調整完了。各家、以後この件に触れぬこと。記憶の混乱がある場合は名札を見よ。その下に小さな名札が何枚もぶら下がっていた。家ごとの名字が書かれている。佐藤、三田、古橋、西野。そして一枚だけ真っ白な札があった。何も書かれていない札。家の前にかかっていたあの白い札と同じだった。
僕はその札を見た瞬間、背中がゾッとした。あれは空っぽの家なんかではなかったんだ。消された人が出た家なんだ。名前を一つなくしたうちの印なんだ。もしかしたらこの村にはもうそうやって消された人が何人もいたのかもしれない。108人を守るために、そして誰かのうちを守るために。風がまた吹いた。白い札がカランとなる。その音を聞いたとき、急に自分の名前の最後の音が遠くなった。こうだ。いや、違うのかもしれない。何だったっけ。母さんが呼ぶ時の声が思い出せない。父さんが怒る時の言い方ももうぼやけている。僕は慌てて口の中で何度も自分の名前を言おうとした。でも、うまくつながらなかった。喉の奥がカラカラになって声にならない。その時、村の方から昼のチャイムが鳴った。学校のチャイムと同じ音だった。山にぶつかって長く響く。僕はふと校舎の黒板を思い出した。朝、先生の後ろにかかっていた黒板。そこには日付と当番の名前と、もう一つ白いチョークでこう書いてあった。村の人口、現在108人。その数字の中に僕はいなかった。いないのにまだ立っている。いないのにまだ息をしている。いないのに誰にも見つけてもらえない。それが急にどうしようもなく怖くなった。僕は看板の前にしゃがみ込んで声もなく泣いた。でも泣いているのが誰なのかもう自分でも少しわからなくなっていた。山の風が冷たい。道の向こうでは村の家々から昼ご飯の匂いが流れてきていた。味噌の匂い、焼いた魚の匂い、どこにでもある家の匂いだった。その匂いを嗅いだ瞬間、胸の奥が空っぽになった。もうあそこへ帰っても誰も僕の席を用意していない。もうあの家で僕の名前を呼ぶ声はない。僕はもう一度自分の名前を思い出そうとした。けれど、とうとう最後まで思い出せなかった。思い返せばあの日の異常は入り口の匂いで気づくべきだった。訓練用のトンネルは普段土ぼこりの乾いた匂いしかしない。だがその日は濡れた布をずっと放置したような鼻の奥に張り付く湿った匂いが漂っていた。教官は簡潔に言った。いいか、このトンネルだけは奥まで行くな。必ず中央のマーカーで引き返せ。理由は聞かされなかった。ただ、教官の目がいつもの訓練とは違う本気の色をしていた。俺ともう一人の同期、東雲に与えられたのは中間地点での安全確認。距離は短いはずだった。ライトを照らしながら進むと、壁に刻まれた古い番号が次々と現れた。その数字の一部がなぜか深く掘り直されている跡があった。まるで何度も何度もその数字を削り取ろうとしたかのように。トンネルの空気は外とは違い動かなかった。息を吸うと重く、湿度が喉にまとわりついた。歩くたびに靴底の音が遅れて反響する。反響が遅いのに違和感を覚え、東雲が小声で言った。これって奥広いのか？そんなはずはない。事前説明では全長は100メートルもないと聞いていた。進むほどに反響の遅さは増した。壁が離れているのではない。奥に何かが広がっている。そんな感覚だけが濃くなった。やがて
中間地点のマーカーが見えた。地面に埋め込まれた赤い線、そこで引き返すはずだった。だがその時、トンネルの奥の闇の先から、ヒューッと風が吹いた。ありえない。この構造で風が流れるはずがないんだ。東雲と目を合わせた瞬間、俺たちは同時に気づいた。風ではなかったんだ。何かが吸い込むような音だった。赤いマーカーから半歩超えた東雲のライトが奥の壁を照らした。そこには壁なんてなく、闇が口を開けたような空洞がぽっかりと広がっていた。俺たちの訓練で聞いていた構造とは違う。それは人工のトンネルではなく、自然にえぐれた洞のように奥がどこまでも続いているように見えた。東雲が囁いた。なあ、奥に誰か立ってないか。目を凝らすと闇の中に白い点が2つ上下に並んでいた。目の高さではない人の膝ほどの高さに。それはじっとこちらを向いていた。俺は反射的に腕を伸ばし、東雲の肩を掴んだ。戻るぞ、今すぐ。そう言い切る前に、東雲が一歩だけ前へ進んだ。その瞬間、ライトが揺れた。その一歩の分だけ白い点がこちらに近づいた。人の膝ほどの高さにあるはずの点が、ブレもせず一直線に。東雲が息を吸う音が聞こえた。そして、ライトが消えた。ライトが消えた瞬間、東雲の息が詰まる音だけが暗闇に残った。俺は慌てて自分のライトを上げたが、光が奥へ吸い込まれるように弱まり、狭いはずのトンネルが黒く沈んで見えた。足元の赤いマーカーはかろうじて光を返すが、そこより奥は空間として存在していないように感じた。東雲、戻れ。赤線から出るな。声を絞るが返事はなかった。ライトを動かす。東雲はマーカーのギリギリ先に立ち、闇を凝視していた。瞳孔が開ききり、まるで何かを見せられているような顔だった。そして気づいた。東雲の影が足元に落ちていなかった。俺のライトが確かに当たっているのに、影だけがどこかへ消えていたんだ。東雲、聞こえるか？肩に触れようとした瞬間、彼の体が小さく震えた。呼ばれてる。その声は東雲のものなのに、別の何かと混ざったような深い響きだった。俺は腕を掴んで後ろへ引こうとした。だが東雲の体は地面に根を張ったかのように動かなかった。引く力とは逆にわずかに前へ傾いた。その時、闇の奥で白い点がまた光った。二つ、さっきよりもずっと近い距離で。ライトを向けると、光の中心が一瞬だけ濁るように揺れた。反射ではない、瞬きのように見えた。次の瞬間、ズッと何かが血をする音がした。靴でも布でもない、もっと柔らかい肉を引きずるような音。それが東雲の足元へ近づいてくる。俺は東雲を強く引いた。来い、下がれ。叫んでも東雲の体は微動だにせず、代わりに肩越しに俺を見た。その目が東雲の目ではなかった。焦点が合っていない。黒目が薄くにじみ、瞳孔が形を保てず、中心がゆっくりと溶けて広がっていく。その表情のまま、東雲が囁いた。トンネルの奥に通じてる。言葉の意味が理解できなかった。だが言い終えた瞬間、東雲の足元の地面がかすかに沈んだ。いや、
沈んだのではない。引かれた。俺は反射的に腕を掴んだ。だが引き戻そうとした瞬間、地面から黒い裂け目のようなものが開き、東雲の片足が飲み込まれた。東雲！俺の声はトンネルの奥で反響した。その反響の後ろに別の音が重なった。ヒュー、ヒューと吸い込む音。何かが呼吸をしているような遠く深い場所からの音。東雲の体がずるずると奥へ倒れ、裂け目の向こうへ沈んでいく。必死に腕を引いても東雲自身が抵抗していない。むしろわずかに前へ身を預けている。行く。私。その声の私だけ東雲の声ではなかった。最後の一瞬、東雲の顔が闇へ沈む間際、俺は見てしまった。奥の闇の中に白い膝の高さの点がいくつも横並びで光っていた。まるでこちらへ向けて頭を垂れている者たちが並んでいるかのように。そして東雲は完全に消えた。残されたのはぽっかりと開いた黒い穴と、そこから流れる低い呼吸音だけだった。東雲が消えた裂け目はしばらくの間呼吸するように動いていた。吸って吐いて、その度に冷気が漏れ、トンネル全体が奥へ引かれるように圧迫された。俺は這うように赤いマーカーの方へ戻ったが、足がもつれて膝が震え、息が浅くなった。東雲の名前を呼ぼうとしても、声が喉で途切れた。返事はなかった。ただ裂け目から、ヒューと吸い込む音だけが続いた。その音の合間に小さな足音が混ざった。コツ、コツと乾いた石の上を歩くような音。膝ほどの高さ。まさにあの白い点の位置だ。俺はライトを向ける。闇の奥で白い二つの点がまた現れた。今度は少し高い位置にあった。それがゆっくりと揺れた。東雲のライトが消えた地点からまるで誰かが立ち上がったかのように。俺は逃げようとした。赤いマーカーを越え、来た道へ走ろうとした。だが数歩進んだところで背中に強い違和感が走った。後ろで何かが立ち上がる気配がしたんだ。俺は反射的に振り返る。奥の闇から白い点がゆっくりとこちらへ向かってくる。高さはもう東雲の顔の位置だった。足音が一つ増えた。二つ、三つ、白い点は次々と現れ、列になって進んでくる。東雲と同じ背丈、同じ歩幅。ただし影がない。どれも足元に影を落とさず、地面を擦るように近づいてくる。俺はもうライトを向けることすらできず、後ずさりしながら必死に出口へ向かおうとした。その時突然、無線が鳴った。ガリッというノイズの後、戻るな。奥から来る。という声が聞こえた。それは東雲の声だった。俺は無線を落とした。東雲の声の後ろに別の音が重なっていたからだ。ヒュー、ヒューと吸い込む音。そしてその合間に混ざったか細いささやき。変われ。振り返ると白い点の列がもうトンネルの中央に達していた。その先頭には明らかに東雲と同じ形の影がいた。だが顔の輪郭が崩れており、表情が溶け落ち、目の位置にはあの白い点が二つだけ残っていた。足が動かなくなった。逃げようとしたのに息が詰まり、喉が閉じていく。東雲のそれが近づく。
闇の列が押し寄せるように広がり、足元の赤いマーカーが黒く覆われた。東雲だった影が手を伸ばした。俺の胸元をつかみ、奥の闇へと向こう側へと連れて行こうと引いた。最後に見えたのはトンネルの入り口から差し込むわずかな光と、その光の中に立っている東雲と同じ背丈の影がもう一つ増えていく光景だった。俺の視界は闇に沈み、呼吸の音だけが続いた。ヒュー、ヒュー。その奥でかすかに聞こえるささやきがあった。次はお前が呼ぶ。そして俺は外へ戻れなかった。あの山には二度と入らないと決めている。理由ははっきりとしていて、あの中で顔だらけの大蛇を見てしまったからだ。ただの大きい蛇ではない。体の表面が全部人の顔でできている大蛇だった。それを見てから私の中で何かが変わった。夜になるとあれが必ず出てくるんだ。夢の中だけではなく、起きている時でも気配を感じるようになった。だから先に言っておく。あの山には絶対に入らない方がいい。あれは一度見たら終わりだ。きっかけはただの気分転換だった。休みが重なって時間ができた私は、どこか静かな場所に行きたくなってスマホで適当に探していた。その時に見つけたのが山奥にある滝の写真だった。人がほとんど来ない場所で、水もきれいで、知る人ぞ知る場所らしい。コメントの中には、地元の人はあまり近づかないと書かれていたが、その時の私は深く考えていなかった。むしろ人がいない方が気楽でいいと思い、そのまま行くことを決めた。一人で行くつもりで準備をして、朝早く家を出た。電車とバスを乗り継ぎ、最後は徒歩になる。舗装された道が途切れたあたりから、急に人の気配が消えた。周りは木ばかりで、空もほとんど見えない。風が吹いているはずなのに、葉の音が妙に弱くて、自分の足音だけがやけに響いていた。しばらく歩いたところで、前から地元の人らしい年配の男が歩いてきた。軽く会釈をしてすれ違おうとしたとき、その人が足を止めてこちらを見た。その先に行くのか？低い声でそう聞かれたので、私はそのままうなずいた。すると男は少しだけ間を置いてから視線を山の奥に向けたまま言った。あんまり奥まで行くなよ。それだけ言って振り返らずに歩いていった。その時はただの注意だと思っていたが、今思えばあの一言が最後の引き返すチャンスだった。そのまま進んでいくと、道はどんどん細くなり、足元の土も湿って滑りやすくなっていく。木の密度が増えて、昼のはずなのに周囲が薄暗くなり、少し先の景色もぼやけて見えるようになってきた。それでも引き返す気にはなれず、水の音が聞こえてきたことで、目的の滝が近いとわかり、むしろ足は自然と速くなっていった。あと少しで着く。そう思った瞬間、体が急に止まった。自分の意志ではない。足を前に出そうとしても、まるで見えない壁に当たったみたいに動かなくなった。水の音はすぐそこまで聞こえているのに、その一歩が出ない。理由はわからないのに、これ以上進んではいけないと体が勝手に判断しているようだった。しばらくその場に立ったまま、息だけが浅くなっていく。そして、ゆっくりと顔を上げた。その先の斜面に、それはいたんだ。
顔だらけの大蛇が静かにこちらを横切っていた。その大蛇は山の斜面を舐めるようにゆっくりと動いていた。木々の間をすり抜けるように進んでいるのに、枝が揺れる音も葉が擦れる音もほとんどしない。ただそこにあるまま移動しているような不自然な動きだった。長さも異常で、どこからどこまでが体なのかわからない。視界に入っているだけでも十分に長いのに、その先がまだ奥へと続いているのがわかる。そして何よりおかしいのは、その体の表面だった。鱗じゃなかった。近づいたわけでもないのに、はっきりとわかってしまう。あれは全部人の顔だった。一つ一つが違う顔で違う表情をしている。目を閉じている顔もあれば、口だけが開いている顔もある。笑っているように見えるものもあれば、苦しそうに歪んでいるものも混ざっていた。そのすべてが同じ方向を向いて並び、一つの大蛇の体を形作っていた。現実のものとは思えない光景なのに、夢のような曖昧さはなく、細部まで妙にはっきりとしている。視線をそらさなければと思うのに、目が外れない。体も動かないし、呼吸だけが浅くなっていく。その中のいくつかの顔がゆっくりと目を開いた。同時ではない。一つ、また一つと順番に開いていく。まるでこちらに気づいたものが次々と目を覚ましていくようだった。そしてその中の一つとはっきりと目が合った。その瞬間、頭の奥に直接声が響く。見たな。耳から入ってくる音ではない。内側から鳴るような声だった。次の瞬間、体の奥に何かが入り込んでくる感覚が走った。冷たいものでも重いものでもなく、生きているものが触れてくるような、はっきりとした違和感だった。そこでやっと体が動いた。反射的に後ろへ下がり、そのまま一気に走り出す。足場は悪く、何度も滑りかけながら、それでも止まることだけはしなかった。後ろを見る気にはなれなかった。見たら追いつかれる気がしたからだ。木に肩をぶつけても、枝が顔に当たっても、構わずただ来た道を戻り続けた。息が上がり、喉が焼けるように苦しくなっても、足だけは止めなかった。舗装された道に出たところで、ようやく足が止まった。その場で膝に手をつきながら、荒い呼吸を繰り返す。少しずつ周りの音が戻ってくる。風の音、遠くの車の音、普通の世界の音だった。私は恐る恐る振り返る。山は何も変わらない顔でそこにあった。あの大蛇の気配はどこにもない。音も動きも何も残っていなかった。その時は本気で助かったと思った。もう関わることはないと、そう思い込んでいた。でもその日の夜からだった。その夜、すぐに眠れるはずがなかった。布団に入って目を閉じるだけで、あの大蛇の姿がはっきりと浮かび上がる。顔が並んだ体、目の動き、視線が合った瞬間の感覚が何度も繰り返し頭の中で再生される。それでも体は限界で、気づかないうちに意識が落ちていた。次に目を開けたとき、私はまた山の中に立っていた。昼間に来た場所と同じはずなのに、光が弱く、空気が重く、音が一切しない。自分の呼吸だけがやけに大きく聞こえる。足元の土の感触も、湿った匂いも、そのまま現実と同じだった。夢だと分かっているのに、体は現実のまま動かない。そのまま視線が前へ引っ張られるように動き、斜面の奥を見た瞬間、逃げ場がないと理解した。あの大蛇が昼間よりも近い距離で
まっすぐこちらに向かってきていた。並んだ顔が一つ一つはっきりと見える。その中に混ざっているものが明らかに変わっていた。見覚えのある顔が増えている。友人、家族、何度も見てきた人の顔があの中に並んでいる。現実ではありえないのに、夢の中ではそれが自然に理解できてしまう。その中の一つが私を見ていた。口が動く。今度ははっきりと声が聞こえた。気に入った。一つの声ではない。いくつもの声が重なって同時に響いてくる。お前は、ここだ。次の瞬間、体の奥に何かが入り込んできた。喉の奥をなぞるように、ゆっくりと上へ上がってくる感覚がある。息が詰まり、体が動かなくなった。声を出そうとして口を開いた瞬間、そこで目が覚めた。自分の部屋だった。全身が汗で濡れていて、喉の奥に違和感だけがはっきりと残っている。夢のはずなのに、体の感覚だけが消えていない。その日から毎晩同じ夢を見るようになった。逃げても無駄だった。必ず山に立たされ、あの大蛇を見せられる。顔は少しずつ増えていき、その中に知っている顔が混ざっていく。そして最後に同じ言葉を聞かされた。お前は、ここだ。日を追うごとに夢と現実の境目が曖昧になっていった。起きている時でも、ふとした瞬間に喉の奥に違和感が走る。誰もいないはずの場所で視線を感じることも増えた。鏡を見るのが怖くなり、水面やガラスに映る自分の顔を避けるようになった。夜になるのが怖い。眠るのが怖い。それでも限界はすぐに来た。ほとんど眠れないまま数日が過ぎ、頭がぼんやりとしてくる。このままではおかしくなってしまうと分かって、私はスマホを手に取った。何でもいいから、この状態を終わらせたかった。必死に探していく中で、一つの寺の情報が目に入った。どんなものでも払えると書かれている場所だった。私は怪しいとは思ったが、他に頼れるものがなく、そのまま電話をかけて、震える声で事情を説明した。しばらくの沈黙の後、落ち着いた声が返ってきた。一度、こちらに来なさい。短い言葉だったが、それだけで決めた。ここに行くしかないと、はっきりと思った。約束をした日にその寺へ向かった。山の中ではないが、周囲に人の気配が少ない、静かな場所だった。古い建物で手入れはされているのに、どこか空気が重い。中に通されると、一人の坊さんが座っていた。年齢はわからない。声も落ち着いていて、表情もほとんど変わらない。私はこれまでのことをできるだけ順番に話した。山で顔だらけの大蛇を見たこと、その夜から同じ夢を見続けていること、喉の奥に違和感が残っていること。話している間、坊さんは一度も遮らず、最後まで静かに聞いていた。すべて話し終えると、短く息を吐いてから言った。払えるかわからないが、やってみるしかない。それでもいいかと聞かれ、私はすぐにうなずいた。他に選択肢はなかった。そしてその場でお祓いが始まった。坊さんが目を閉じ、低い声で経を唱え始める。最初は普通の声に聞こえていた。だがしばらくすると、その音が少しずつ変わっていく。同じ言葉を繰り返しているはずなのに、重なって聞こえる。一つではない。いくつもの声が混ざっているように感じる。その音を聞いているうちに、
体が揺れ始めた。意識がぼやけて視界の端が暗くなっていく。それと同時に喉の奥にあの感覚が戻ってきた。何かがそこにいる。ゆっくりと上に上がってくる。止めようとしてもどうにもならなかった。そして息が詰まり、口が勝手に開いた。次の瞬間、黒い煙が口から溢れ出た。細い筋のような煙が空気の中で形を作っていく。絡まりながら一本の長い形になった。それははっきりと大蛇の形をしていた。あの時見た顔だらけの大蛇と同じ形だった。ただ顔は見えない。黒く塗りつぶされたように表面は何もわからなかった。それでもわかった。あれが私の中にいたものだと。煙の大蛇はゆっくりと空中を這うように動き、やがてその場から消えた。同時に体の重さが一気に抜ける。喉の違和感も完全に消えていた。私はその場に座り込んだまましばらく動けなかった。坊さんは何も言わず、ただ静かに座っている。やがて、終わったな、とだけ言った。私は何度も頭を下げてその場を後にした。その帰り道、久しぶりに普通に呼吸ができていることに気づいた。その夢もその日を境に見なくなった。日常がちゃんと戻ってきた。それから数日後、私はもう一度その寺を訪れた。お礼を言うためだった。あのまま何もせず終わるのがどうしても気になった。同じ道をたどって同じ場所に着く。だが様子が違った。門は開いているのに人の気配はない。中に入っても誰もいなかった。代わりに近くの人に話を聞いてみた。あの寺の坊さんのことを。すると不思議そうな顔をされた後、こう言われた。ああ、あの人ならいなくなったよ。あんたが来た日の夜からな。それ以上は何もわからないらしい。ただいなくなる直前にこんなことを言っていたそうだ。払わなければよかった。あれは消えたんじゃない。映っただけだ。そして私が見入られた。次は私が一部になる。それだけを言って姿を消したらしい。それを聞いたとき、私は理解した。あれはまだ終わってはいなかった。ただ単に私から離れただけだった。今はあの坊さんの中にいる。そして、いずれまた誰かに移る。もしまた山に入れば、今度は直接見つかってしまう。私に逃げ場なんかはない。次は、私があの中に並ぶ番になる。だから私は、もう二度と山には近づかない。あの大蛇に見つからないように。